チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日もお集まりいただきましてありがとうございます。本日は戦争反対全体主義者に対抗せよ時事雑談ということで、G20 で中国首相と会うチャンスがあった高市首相ですが、まさかの遅刻。一方ガザではジェノサイドが継続し、全体主義者たちは暗闘を続けています。なので国際ニュースを織り交ぜつつですね、日本の状況を整理し、圧政と暴力戦争に反対したいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人等について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマは配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図は一切ありませんので、よろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと注意書き長くて申し訳ないんですけど、先日のゲーム実況配信中にですね、ちょっとチャット欄やコメント欄が荒れてしまうという出来事がございまして、申し訳ありませんでした。ちょっと私が見ていない間だったんですけども、チャットやコメントでの書き込みは自由にしていただいて構いませんが、配信者はすべての差別や誹謗中傷に反対しております。ですので、差別や、抽象的なコメントはブロックさせていただく場合がございますので、あしからずご了承のほど、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、生姜さん、音花風花さん、キアミフさん、ドセエッグさん、ペタさん、ミニラトルさん、マヤエフさん、伊沢さん、大神山聖十一郎さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。なのでですね、今回ちょっと、スパナがついている、方がいると思うんですが、共産主義者というわけではなく、音花風花さんにですね、ちょっとモデレーター今後やっていただくことになりましたんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと、コメ欄の仕様変更表示直らないみたいなんで、はい、申し訳ございませんが、ID を変更したい方はですね、変更してください。はい。いやー、なんかね、ほんと、申し訳ないですね。なんかいろいろコメント欄とかでご迷惑をかけちゃってすいませんが、ただ ID については私がコントロールしているわけではないので、YouTube が 120% 悪いです。はい。そう、ほんとね、クソみたいな顔が揃いつつありますよね。ここにはね、常連の皆さんがね、左翼の皆さんが揃ってくれてるので、憩いの場でありたいなと思っているのですけれども、土曜から頭痛というか、めまいというかがすぐ治らなくてすぐ抜けるかもということで、そうですか、すいません。今、ほんと季節の変わり目でむちゃくちゃ寒くなってきてるんで、本当皆さん体調には気をつけてくださいね。はい。あと、高市さんがね、どちらであろうとで、政治家をジェンダーでくくるべきではないな、その通りですね。はい。23日にドキュメンタリー映画裸足の弦はまだ起こっているを見に行きました。終了後の舞台挨拶で質疑応答の時間があったのですが、お客様が平和への熱い思いと高市政権への怒りを表明しておられね、その熱が登壇している監督にも伝わり、次第に毅然と高市さんの批判をなさるようになっていました。うちの近所の人玄関先に滅べ高市政権という看板を立てている人がいる。すごいな。もう高市さんがいろんな人を目覚めさせてくれるんじゃないかという、ちょっとそこだけ期待してるんですけれども。はい、モデレーターですね。風花さんいつもですね、サポートしてくれてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで皆様ご自愛くださいませということで、ちょっと前置きがすいません、注意等が長くなってしまいましたが、本日もですね、Windows じゃない、Google いつも間違える Google ドキュメントに、リンク等については並ばせていただきましたので、見る際はそちらをご参照ください。はい、ということで早速始めていきたいと思いますが、最初にまずガザの話から、ちょっと今回パレスチナの状況、良くも悪くもというか悪い意味でしかないんですけど、変わっていないので、あまり、ニュースがないんですけれども、そちらから紹介していこうと思います。الأمة العربية نشكو الأمة العربية والإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى، نشكو العالم الظالم إلى الله سبحانه وتعالى مما يحدث لمرضانا ومصابينا.
はい。こちらの医療従事者の方がなぜ泣いてらっしゃるのかというと、イスラエルのジェノサイドが終わってないからですね。医療支援物資は搬入を許されていません。搬入される食料は十分ではありません。人々は今も苦しみなくなっています。イスラエルはエセ停戦で世界を欺こうとしているということで、ガザのインドネシア病院の院長が治療ができないと言って泣いておられる映像だそうです。非常に痛ましいですね。いや、というか、停戦って何なんですかね、本当に。もう言葉の意味をですね、破壊するのをやめろということを前回の配信でも言ったような気がするんですけど、イスラエルがやってんのもはや停戦じゃないですよね。持続的な、要はジェノサイドをマイルドに続けるみたいな感じに今なってるわけですよ。食料がね、バーって入ってくるのかと思ったら入ってこないし、医療物資も全く十分でないし、確かに、飢えて亡くなるというようなことは、だいぶ解消されたみたいです。だいぶ解消されたみたいなんですけれども、実際にこのようにですね、いざ治療を進めようというような、なると、医療資源とかが全く足りないという、未だにそういう状態なわけですよね。はい。で、ガザからの寄付を求める声を見てみても、治療が受けられないとか、助けてくれとか、薬の値段が爆上がりしてどうにもならないから助けてほしいっていうような内容のものが増えてきてます。あとはテントがね、水に濡れて冬使い物にならないので、住むところが欲しいっていうような声ですね。はい。停戦したのに攻撃が止まらないっていうのがまず本当おかしいですよね。なんで停戦したんだったらなぜイスラエルは撤退しないのかという話なんですよね。いや、本当安倍晋三なんですよ、やってることが。ね、言ってることとやってることが全然違うと。で、こちらなんですけども、イスラエル占領下の封鎖によって飢餓が続いています。先ほどすいません、飢餓がね、だいぶ減ったというふうには言ったんですけれども、ないわけではもちろんないです。高価格で食料を買えない人がいます。一部で子供たちは生き延びるために廃棄物のダンプから残波を探すことを選んでいます。映像では小さな子供たちが数週間も検問所で滞留した末に腐ってしまった鶏肉の廃棄された山を手で掘り起こしていますということで、これ結構アルジャジーラとかでも大々的に報道されたんで、見た方は、関心のある方は見たかもしれないですけど、ですね、要はイスラエルがずっと、これはさすがに意図した効果ではないと思うんですけど、自然現象で、支援物資の一部が腐ったんですよ。で、腐ったもんだから、さすがにそれ腐ったものを食べさせて死んじゃったら問題あるじゃないですか。それはそうなんだけれども、こういうね、ゴミ山のところにボガーンと廃棄したわけですね。でも、ガザの方々結局食べるものがないから子供たちがこうやってゴミ漁りに来て、結局食べているっていうですね。いやそれだったら最初からなんか加工して配るとかさ、できないのって思うんですけれども、イスラエルがリソースをよこさないのでできないわけですよね。いや、ほんと停戦中だろうが平気で攻撃してくるし、こういうことするし、何なんですかね。だから真面目に支援する気があると思えないですよね。はい。そう、腐ってなくても賞味期限切れの食料を高値で売りつけたりとかそうしてるんですよ。だから物価が高騰する。それはもちろんね、残念ながらパレスチナ人の人たちもやってることかもしれないですけど、だからといってね、許されることじゃないですよね。そもそもの原因を作ってるのは誰だっていう話ですからね。で、ガザ政府のメディア局によりますと、停戦発行以来の44日の間にイスラエルは少なくとも497回の停戦合意違反、342人のパレスチナ人民間人殺害、子供、女性、老人が犠牲者の多くを占めていると。これは停戦ではないですね。はい。だから、もうこれを最初からやっぱり狙ってたんだろうなと。停戦して、ちゃんと停戦を守って、また戦闘を再開するとガチャガチャ言われるもんだから、名ばかりの停戦にして、その間にですね、攻撃を続けるという、もう言葉も通じなくなったのかというですね、嘆き方をしてしまいますよね。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。土曜日にガザに住む学生ジャーナリストの方を話を聞く会に参加しましたが、なかなか繋がらないです。その繋がらなさがガザの現状を表していると思いました。ちょっとこの後話題にするんですけど、VPN 使ってるからですよね。接続不安定なんですよ。そう、食料あるのにね、ちゃんと食べれないっていうのが余計辛いですよね。やっぱり希望があるから少しやたら、
今までだったら本当に食べ物が全くなかったわけじゃないですか。それもとんでもない状況ですけど、全くないんだったら諦めがついたっていうところもあると思うんですよ。でも中途半端にあるはずなのに、自分の手にお金がないから手に入らないっていうのは本当に絶望を与えると思います。アメリカ合衆国はガザを2つの色に分けました。緑はイスラエルが支配する地域で、赤はガザの人々が住む地域ですと。これ何回か前回も見ていただいたと思うんですけど、このようにですね、ガザを分断して赤い色のところに人々を閉じ込めてるんですよ、イスラエル軍は。で、出てきた人たちを射殺したりしているわけですね。だから犠牲者が絶えないんですけど、そもそも国境線ぐらい守れという話なんですが、で、緑のラインのところには相変わらずイスラエル軍が駐留しています。現在イスラエル軍が占領している地域には私の住む町ベイタハヌンが含まれています。そのため私も、町の誰一人としてその後に戻ることができません。今この瞬間まで完全に戻っていません。強制移住と土地の略奪の政策はこの人生で最も残酷で苦痛なものです。我々を殺し拷問し、土地と町から我々を追い出す陰謀に加担した全ての人々に呪いがあればいいと思いますと。当然のコメントですよね。だからこの辺の下の方にあったベイトハヌーンという町が、大きな町があったんですけれども、全てイスラエルの居留地になっちゃったんで入れないんですよ。これ事実上の占領ですよね。今までももちろんガザって占領地なんですけれども、物理的に軍隊とか戦車で占領してしまってるということです。はい。だからなんで家に帰る権利も与えてやらないのという、はい、話なんですが、そもそもジェノサイドと追放が目的だったということがよくわかりますよね。そう、平和も武器化してしまったんですよね。だから飢餓も武器化するし、平和も武器化するんですよ、イスラエルは。ゴゴブリンさん、コンカラスです。停戦が希望ではなかったと思います。希望はイスラエル軍や入植者も含めての撤退です。いや、その通りですね。だから今は偽の停戦なんですよ。はい。ですね。で、そんなイスラエル君が何を主張してるかっていう話なんですけど、先日ですね、イーロン・マスクの気まぐれで、ツイッターに位置情報を表示するっていう機能が追加されました。それ自体はなんか正直精度が悪いんでどうでもいいんですが、その中でパレスチナ人の有名なジャーナリストのモタセムさんっていう方がいらして、アカウントベーストインポーランドって書いてあったんですね。要は、この人はポーランドの人だと。偽物のジャーナリストなんだと。こいつはポーランドの安全なところからガザのね、虐殺を受けてるとか言ってたけど、パレスチナ人だけど、ポーランドに実は住んでるんだぞって、どうだこいつは偽善者だろみたいなことを、これイスラエル公式がですね、ポストしているんですけど、イスラエルはモタセムがガザにいることを非常によく知っているはずです。彼らは彼を殺そうと試みました。妻と2人の子供を殺害しました。彼らは全てのリストに載っており、当然パレスチナ人ジャーナリストなんでイスラエルの殺害リストに載ってるはずなんですよ、モタセムさん。で、イスラエルによって追跡されてます。彼は多くのガザ住民と同じようにイスラエルの追跡と干渉を逃れるため、ポーランドの SIM を利用して、そっちのポーランドのアクセスポイント経由でアクセスしてるわけですね。だからガザと表示されるわけがないんですけれども、それことを分かっててこういうデマ情報をばらまいているということですね。はい。ろくでもないですね。だからイスラエルの方と通信つながりにくかったりするのは、その SIM を海外のものにしてたりとか、VPN を通じて自分の居場所がバレないようにですね、活動しているジャーナリストの方が多いので、やっぱり外部からに連絡取ったり、ネットの通信もね、バカにならない値段がかかったりするんですよ。だからそっちに特化して支援してる人たちもいるんですけれども、本当に信じられない。だから君たちはそんな自分たちの位置がバレるようなアクセスポイントをやってるんだっていう話になるんですけど、サンセットオブコアスさん、コーカラスです。ドイツ停戦したから武器供与問題だし、いやメルツ本当にね、武器供与再開しましたからね、ふざけるなって思いました。はい。公式がネットを動かしているのがひどい。いや、でも本当日本とね、イスラエル、アメリカのこういう公式アカウント全部ネット用になってますからね。恐ろしいですよね。VPN 変換が国によっては違法になっているところもあるのに命がけです。いや、本当に命がけですよ。見つかったら殺されますからね。はい。
ご家族の命を奪っておきながらこんな発信を仮にも国家の機関がするって。いや、ほんとね、だからイスラエルってずっとそうなんですけど、なんかほんと悪質なネトウヨみたいな人が中にいるような感じのアカウント運用をしてるんですよ。はい。そうですね、ダークウェブとか VPN はね、やっぱり独裁政権から逃れる人たちも使ってますからね。はい。で、まあ、そんな、ですね、イスラエル君なんですけれども、これなんだかわかりますか？DHS、アメリカホームランドセキュリティというですね、まあ、移民とかの人たち、要は、まあ、彼らが不法移民と呼称している、まあ、単に難民であったりする人たちを、まあ、不当に逮捕して、国外に送還していたりするですね、アメリカの機関があるんですよ。悪名高いんですけど、ホームランドセキュリティの位置情報を検索した結果、テルアビブ、イスラエルと書いてあった。で、コネクティッドビアってコネクティッドだから、これは本当にアクセスポイント、今のアクセスポイントを示してるんですけど、ここもイスラエルアプリストアって書いてあるんですよ。お前らどこから送信してんのっていうですね。まあ、もちろん、これはまあ、だから、結構イーロン・マスクの機能なんで当てにならないし、おそらく、使ってる人がイスラエル人の二重国籍の人で、イスラエルに在住してるんだと思いますが、だからホームランドセキュリティ自体がイスラエルに操られてると言ったら陰謀論なんですけれども、まあ、アメリカのね、そういう DHS とかの機関の中枢には、イスラエルの人間が入り込んでるっていうことですよね。しかも作ったのは2008年にイスラエルで作成って書いてあるし、これはどう考えてもイスラエル人の人が運用してるだろうっていう。どっちが偽物やねんという感じなんですけども、まあこの場合ですね、ふりをされてるのはアメリカの人たちですね。はい。牛尾さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。お名前表示もありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターのそれあんまり信用しない方がいいんですよ。だから、全然ね、VPN とか通すとね、全然違う国に表示されるんで、なんですけど、この人の場合で全データがイスラエルって書いてるからね、絶対イスラエルから発信してるだろっていう感じですよね。はい。で、まあ他にもね、イスラエル人ユーザーによる投稿について X が制限をかけたそうです。ヘブライ語から英語への翻訳機能を一時的に無効化しました。X がこの決定を下したのは、こうしたヘブライ語投稿がしばしば暴力やジェノサイドを呼びかけているためですと。まあこれは表向きの理由でして、実際にはヘブライ語ってイスラエル人以外はやっぱり使える人が少ないんで、まあ日本語と一緒ですよね。ヘイトスピーチとか、もう露骨なジェノサイドを示唆する投稿とかを、まあ政治家の人たちとか政治活動家の連中が、ヘブライ語でゴンゴン投稿するんですよ。X に。で、投稿してて、まあ取り締まりも追いつかないし、実際そういうのが簡単に翻訳されてしまうと、イスラエル的にも都合が悪いので、まあおそらく X はこういう措置を取ったのではないかなというふうに言われております。なので今のグロックのトランスレート機能がちょっと使えないようです。まあ普通に Google でね、翻訳すればいい話なんですけどね。はい。そして最後に、ガザの復興に必要なお金なんですが、11兆円ほど必要だという国連の申請が出ました。そう、つまりあえて読めないようにしてるんですよ、ヘブライ語をね。ジュネーブ共同によりますと、国連貿易開発会議は25日、約2年に及ぶ戦闘でイスラエル軍の攻撃により壊滅的被害があったパレスチナ自治区ガザの復興に700億ドルが必要だとする報告書を発表しました。食料、水、医療など多くの分野が甚大な影響を被っており、支援が急務だと強調し、今年10月に発行した停戦を維持する必要を訴えました。ガザの GDP は前年比で 83% 縮小、1人当たり GDP は161ドルと世界最低水準に落ち込んだ。インフラに壊滅的被害があり、国際社会の支援を受けても再建には数十年かかると。まあ散々言われてることなんですけれどね、こうなること分かってたでしょという話なんですが、まあ実際これに、かこつけて何が行われるだろうかというと、まあウォールストリートジャーナルがすっぱ抜いてるんですけれども、やっぱり巨大ビジネスの温床になってるだろうという話ですね。
ガザでの虐殺戦争を受け、米国からイスラエルに向けて前例のない武器供給パイプラインが構築され、米国の大企業に相当な規模のビジネスをもたらしたと。23年10月7日以降に承認された武器売却の金額なんですけど、航空機が189億ドル、ミサイルが107億ドル、車両15億ドル、大砲10億ドルと。まあ、どれだけの金になったかわからないですよね。で、その上に、再開発の金が来るわけでしょ。だからやってる人たちはもうビジネスだから、戦争ビジネスだから大儲けできるわけですよ。もちろんね、中に住んでる人たちはたまったもんじゃないんですけれども、イスラエルのこのままだとイスラエルの思惑通り、形の停戦を保ったまま、ガザのなんか再建計画ですとかね、再植民地化計画みたいなのが進んでいかざるを得ないといかねないなというふうに思うので、それには本当、反対していく必要があるんじゃないかなと思います。そう。でもヘブライ語だけ隠してもね、別の翻訳機能でわかりますから丸気な話ですよね。というか、イーロン・マスクが個人的にネタニヤフとかに頼まれたんじゃないかと思うんですけど。はい。そもそもジェノサイドを支持するポストをした時点でアカウント停止しろよっていう話ですよね。そう。だから戦争が本当に止まったとしても、こういう再開発を名目にアメリカの食い物にされる可能性が今度はあるわけですよね。はい。そう。しかも失われた人命は二度と戻らないですね。映画に出てくる悪い国みたいだけど、現実なんですよね、これが。はい。で、これ、風刺画像で、1年前、24年の10月9日に投稿されたもんなんですけど、1年経ってこの状態で2年経ってもこの状態だなというですね、中国の天安門事件に発想を得た、遺像なんですけど、パレスチナフラッグを持ってるただ一人に対して、イスラエル、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、EU、カナダなどなどのですね、先進諸国と言われる国々の旗を掲げた戦車が一列に突っ込んできているというですね、はい。だから国連がやっぱり本来の機能を取り戻さない限り、永久にこう思われると思うし、実際にですね、爆発、これだけの虐殺を繰り返しておいて、その後で再開発して儲けようみたいなのはとんでもない話だと思いますので、西側からのですね、批判をして、そういった事業を止めさせないといけないかなというふうに思います。江戸川ポーさん、コンカラスです。停戦したらトランプのことは大嫌いだが認めざるを得ないと思っていたが、予想通りになってしまいましたね。ウクライナもふざけたしょけだし。ウクライナの話後でやりますね。はい。いや、何が平和の大統領だよって本当にね、感じですよね。誰も期待してなかったけどさ、っていう。はい。いや、まさにこの風刺画の通りですよね。90年前の国際連盟が第二次大戦を防げなかった歴史をね、思い出してしまいますよね。だから資本主義がね、ここまで暴走してるっていうのが前回と違う条件ですけど、結局資本主義が戦争をね、止められないということが分かってしまったので、はい。なんかもっと悲惨なことになるんじゃないかなという嫌な予感がしてしまいます。そうですね。日本の国旗も書いてほしかったですね。おそらく海外の人たちなんで日本のことを忘れてたんだと思いますけど、はい。国際法が弱小国家にとっての希望であるべきなのに、いや、ほんとそうなんですよね。国際法がパレスチナとか台湾の味方してないですからね。おかしいんすよ。ウクライナもだけど。佐藤敦人さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ロヒンギャって100万人くらい難民いるらしいですけど、今どうなっているのか。いや、ミャンマーもだから内戦状態ですからね。で、日本で逃れてきてる人とかは、ミャンマーがとりあえずというか、内戦状態を回復できるように働きかけてほしいって言ってますけど、日本があんなんなんでね。もうほんと世界中でこうなんですよね。ほんとここ資本主義のね、そこの数十年の暴走の結果ですからね。はい。戦車に高い位置こっそり乗ってそう。いや、アメリカの戦車に乗ってそうだよな。ですね、そう、ソ連が崩壊して、やっぱりいろんな秩序が壊れてしまったのかなというふうな気がしますけど、やっぱりスターリンの罪もそれはそれで重いですよね。
はい。ね、これ、またご紹介に最後になってしまうんですけど、シンポジウムいつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう、ガザ・パレスチナの行方と私たちの責任を考えるということで、28日すごい精力的なんですけれども、さすがすごいなという感じなんですが、この前ですね、早尾貴則先生と小田切、さん、対談やってたんですけど、今度またやるそうです。同じく、高円寺パンディットでですね、お二人で、お二人と、先日出てた方も一緒にいらっしゃるのかな、ちょっとですね、何人かゲストがいらっしゃるみたいですが、ということで、興味ある人はチェックしてみてください。アケリエス・ヨッツァさん、コンカラスです。いや、パックスアメリカーナと言いたいんでしょうけどね。でも昔のようなパックスアメリカーナは実現しそうにないですね。はい。特にウクライナは。はい。という話はちょっとこの後でやろうと思います。一応予約しましたけど見るのが辛いです。ちょうどね、私のラジオが始まる前のぐらいの時間なので見たいだと思っていますが、いや、なんかな、ほんと、いろいろ辛い話になりそう。この前も重たい話でしたからね、結構ね。いやー、本当にね、なんでね、オリベ王国衰退しないんですかね、これだけひどいことしておいて。ということでですね、はい、ちょっと相変わらずの内容だったんですが、パレスチナのちょっと現状でございました。お水飲ませてください。はい、失礼しました。ということでですね、今回ちょっと変則的というか、国際情勢がそのまま絡む話なんで全部一緒にやっていこうと思っているんですけど、はい、高市さんとアメリカとウクライナの話などをしたいと思います。あと中国の話ですね。はい。中国外務省の毛寧報道官は今日の記者会見で、日本が議長国として開催を調整している日本と中国、韓国の3カ国の首脳会議について、中日韩三方并没有就第10次中日韩领导人会议的会期达成共识。近期日本领导人在涉台问题上公然发表错误言论，损害了中日韩合作的基础和氛围，导致当前不具备举行中日韓領導人会議的條件。このように述べ、開催に否定的な見方を示しました。はい。まあ、相変わらずこじれにこじれておりまして、1週間経っても全く解決の兆しが見えない日中問題なんですけど、中国が高市大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発を続ける中、中国外務省は日本が議長国として、日本が議長国なんですけど、開催を調整している日本、中国、韓国の3カ国首脳会議について、現時点では会議を開催する条件が整っていないとして開催に否定的な考えを示しました。日本が議長国を務める日中韓3カ国の首脳会議をめぐっては、今年3月東京で行われた3カ国の外相会議でなるべく早い時期に日本で開催できるよう調整を加速させることで一致したものの、その後実現に至っていません。中国はマカオで11月に予定されていた日中韓3カ国による文化相会合などについても日本と韓国に延期を通告してきました。はい。ということでですね、まあかなりやばい状況ですね。全く解決の糸口が見えませんし、まあ中国側も、ちょっと対話を拒否し始めているような感じですね。はい。椿さんコンカラスです。高市さん、中国の官僚と顔を合わせる度胸が、いやもうないと思うんですよね。まあこれから G20 の話しますけど。はい。ソ連が崩壊して帰ってアメリカの軍事費が増したっていうですね。いや、そうなんですよね。冷戦崩壊したら帰って軍事費増すってどういうことなんだよって感じなんですけど、まあ、軍事的覇権に走ったからね、まあ結局今の中国とロシアがいるわけですけどね。テレビのせいだと思うけど、誰に話しても中国が勝手に暴走してると捉えられてしまう。総理になって間もないのに関係をこじらせるのは高市怖い。そうですね。中国語の通訳連れて行かなかった話はありますけど、後でします。高市早苗が謝ると想像つかない。高市さんマウント取れる服とかで堂々と言っちゃうしっていうですね。はい。そんな高市早苗さんなんですが、内閣支持率が 75.2% らしいです。
これフジテレビオンラインなんで、おそらく相当バイアスがかかっているとは思うんですけど、発足1ヶ月ほぼ変わらず高水準ということで、65% から 75% の間に入るのはですね、おそらく間違いないとは言われております。はい。いやー、なんで下がらんのこれでっていう話なんですが、台湾有事への答弁への適否は適切であるが 22%、どちらかといえば適切かなは 40% で、6割超という調査になっています。中国総領事の SNS 対応については国外退去処分が 30% で、これはちょっと割れてますね。日中関係緊張への評価は非常に心配だと、全く心配していないが半々でほぼ割れています。ここは一枚岩ではない感じなんですが、非核三原則持ち込ませずの見直しについても賛成 20%、 どちらかといえば賛成 25% で、賛成と反対が、反対がギリギリ勝ってるような状況ですね。なぜっていや、これはさすがに反対上回ってほしいんだけどっていう感じなんですが、そして政府の総合経済対策評価する7割、評価する 24%、 どちらかといえば評価する 41%、 どこら辺がっていう円安大加速しているんですけれども、そして一番衝撃的なのが衆議院定数1割削減について、比例代表と双方から削減が 45.1%、 比例代表削減 31% で削減の必要ないわずか 14%、ほぼ全員賛成しとるんっていうですねいやー、偏っているとはいえ、ここまでの結果が出るのかっていう。比例定数削減の意味をやっぱり全く分かってないんじゃないかと思います。で、解散総選挙については、してもいいんじゃないみたいな感じみたいです。はい。ちゅうことでですね。いや、上がってるみたいなんですよね。どこの調査でも微妙に上がっているんですよ。いや、本当にね、ネトウヨ国家になりつつあるのかなという恐怖がありますよね。LF100 予算告発です。経済か財政が破綻でもしないと不支持に回んないんじゃないか。日本という国がもうわからないですね。反中国ですけど、今回は高市が全面的に悪いです。このままだと戦争を望んだのが国民だったということになっちゃいますよね。でも雰囲気で押されてるだけだとは思うんですよね。雰囲気で押されてるだけだとは思うんだけど、おそらく経済政策7割評価とか言ってる時点で、おそらく高市さんが本当に何をやってるのか全く分かってないんじゃないかと思います。はい。そうですね。ネットに洗脳されてるのか、こういうフジテレビみたいなテレビしか見てないのか、どっちなのか分かりませんけど、産経新聞、フジテレビ、そのネット右翼メディアだったら全部、同じようなもんですからね。はい。いや、本当ね、大日本帝国ですよね。安倍晋三ですら中国から嫌われてなかったし、日中関係破壊してないですからね。そして防衛費増額に関しても、産経新聞様によりますと賛成が6割だそうでございます。そして衝撃的なのが18歳から29歳では8割賛成っていうことですね。FNN が、調査したところによりますと、賛成が 62% に及び、反対の 32% を大きく上回ったと。で、18歳から29歳では 83.2%、30代で 75.5%、40代、50代、60代、6割台。一方、70歳以上は、賛成が 42% にとどまったということで、これは反戦の意識が露骨に出てますよね。戦争に関してですね、抵抗のない世代の人であればあるほど、高くなってるという残念ながら結果ではないかと思います。支持政党別に賛成の割合を見ると、自民党 78%、維新の会 85%、国民民主党 92%、参政党 89%。いや、お前ら極右政党ってちゃんと名乗れよっていう感じなんですが、ただ、なんていうかやっぱり自民党とかですね、支持政党がないとか、無党派層の人も支持も高いので、総合的に高く出てるということかとは思います。一方、立憲民主党支持層では 80% 反対だそうです。はい。いや。高市さんの話が分かりやすいも分からない。いや、多分情緒に全部振りしてるからじゃないですかね。情緒とかマウントに全振りしてるからだと思います。はい。
ガソリン税下げたぐらいしかしてないですよね。いいことって。普通にいいことって言えるの。それも高市さんの前に決まってたことだし。いや、若い世代こそ反対しないとやばいですよね。徴兵制復活するとか言い出しますよ、きっと。はい。そう、結局ね、アメリカの不良在庫とか買わされるのが目に見えていますからね。若年層でも自分が徴兵される可能性とか考えてないんでしょうね。親民。軍備状況だけが抑止力になると考えてるのかなとは思っています。まあ、ただね、なんかそれで若者の人たちがレト用になってるとかそういう風に言われても嫌だし、おそらく何がこういう気分に影響してるのかっていうと、はい、流れるように入っていくんですけど、おそらくウクライナの問題だと思うんですね。ウクライナでとんでもない話が持ち上がりました。トランプ政権の28か条和平案というのが20日以降各種メディアにリークされています。これはまあ、一致しているの、内容が一致しているのはそうなんでしょう。ただし各種記事で、米政府高官会談としてこれは確定版ではないということで、ドラフトが流出したというところなんですけれども、まあとんでもない内容です。はい。まあ一応最初にはウクライナの主権が確認されるみたいなことが書いてあるんですけど、ロシアが周辺諸国に侵攻しないことを条件に NATO がこれ以上拡大しないこと。いや、まあ、それはいいとしても、NATO はウクライナに軍隊を配備しないこと、ウクライナの最大兵力を60万人に制限する。ウクライナ側に制限課すのこれって。そしてロシアをグローバル経済に再統合する制裁の解除は段階的かつ個別に協議合意され、ロシアが G8 に復帰する。そしてクリミア、ルハンスク、ドネツクは米国を含めロシアに帰属として認められる。ヘルソン及びジャポリージャは現在の、戦闘接触戦によって、凍結され、一部がロシアの領土になると。ロシアはハルキウなどの、ロシア占領地に5州以外で現在占領している地域に関しては放棄してください。ウクライナ軍はドネツクから撤退してください。終わり。これ幸福文書ではっていうことでですね、恐るべきことにはウクライナにですね、全部譲歩してお前らドネツクとか全部諦めろというような内容の和平合意をアメリカが出してきたということですね。はぁという感じなんですけど、まあこれでね、アメリカが各国を見捨てるのではないかという気分が全世界的にいよいよ盛り上がってしまうのではないかという気はします。アメリカは12月までに形をつけようとしている。ゼレンスキーはマクロン、スターマー、メルツと電話会談し、代替案を協議している。他方、ウクライナ米大使館は金曜午後、欧州外交官を招集し、ゼレンスキーに提示したドリスコル米陸軍長官が案について説明する予定であると。で、なんで、トランプが急いでるかっていうと、今週の木曜日がアメリカの感謝祭らしいんですね。だから日本時間にして金曜日までにいい返事がもらえるのを期待すると。で、12月クリスマスなんで、クリスマスシーズンにロシアとね、停戦して、平和をもたらそうではないかみたいな、ふざけてんのかっていう感じなんですけれども、事実上の幸福文書みたいなのを突きつけられてしまったわけですね。はい。いや、この戦争への軽い考えは本当何なんでしょうかね。やっぱりトランピズムが全世界に会社してる感がすごいですよね。で、自分の国は自分で守れみたいなメッセージを同時に発してるじゃないですか。だからやっぱり影響を受けやすい若者層の人たちがそういう考えに染まっちゃってるのかなという気がします。防衛費増額は賛成ですが、高市みたいな人に任せたら日本が侵略者側になるから終わっていますと。ドネツクからウクライナが撤退するロシアでなくってガソリン減税も消費税も廃止も防衛費増税で全部チャラになる気がします。いや、このままいくとそうなりますよ。防衛費増税しまくるって言ってますから、防衛費増やしまくるって言ってますから、絶対増税するでしょう。はい。そう。だから世界的な軍事費拡大の流れが加速しちゃうんじゃないかっていう気がしますよね。だから自分の懐が痛まないからってロシアを許しますみたいな、G8 に復帰させますみたいなのありえないでしょって。どうやってこれ擁護するのって。
増額したところで戦争が始まらないなら防衛費は無尽蔵に増えます。日本で住んでいる人々の生活を圧迫してまで必要でないです。いや、本当にそうですよね。だから世界各国が本当は逆に軍縮しなきゃいけない状況だと思うんですけど、ねえ、アメリカのせいでなんか何もかもめちゃくちゃですね。高市の発言はそれ自体が問題でもあるけど、高市一人でここまでのことになっちゃうのは政府のシステムがちゃんと機能してないのでは。まあ日本政府の会でやっぱり今の低たらくがまずいのでしょうね。はい。まあ外務省があんな感じですからね。ボンボンさん、コンカラスです。友人が生活保護受給者ですが、未だに高市を推しています。そしても中国とつながっている石破よりマシと言っています。それは偽情報だと思いますが。どこから手をつけていいのかわからないけどめちゃくちゃな和平案だが、一言で言えばロシアによるウクライナ解体&制裁解除と米国によるウクライナ資源収奪を一緒にしたんだ。ロシアによる戦争犯罪を帳消化し、戦争を合法化する。ウクライナに提供される安全の保障はいつでも消去される脆いものに過ぎない。ゼレンスキー周囲が今巨額公職で、これゼレンスキーが悪いんですけど、ウクライナの団結が揺らいでいる状況にアメリカとロシアがつけ込む構図である。春も似たような展開があったが、ロシアは前線で攻勢をかけ停戦に応じなかった。今ロシアはポクロフシクを核包囲し冬に入る。ロシアはトランプのクリスマス停戦を刺激し、ゼレンスキーに圧力をかけていると。いうことなんですけど、ただなんでこんなことになっちまったのかというと、やっぱりアメリカが騙されてるというか、ロシアに手玉に取られてるんじゃないかみたいな説も出てるんですね。ウィトコフの工作、ウィトコフってアメリカの大使さんなんですが、の工作によりトランプ政権の28カ国の和平案が決定した経緯がわかる。ウィトコフがロシアの実質的な工作員の大使であるドミトレーエフと組んで、トランプ政権内における親ウクライナ派を排除。和平案作成に深く関わったのはウィトコフとドミトリエフだが、バンス副大統領がそれを支持。ルビオ国務長官をはじめとする他の米中央当局者たちは交渉プロセスから締め出された。権力闘争に負けたウクライナ担当ケロック元中将が退任することで、ウクライナはトランプ政権内における擁護者が消えたというですね。やっぱり内政的な都合で決まってんのかという感じではありますが、ただこれちょっと半分推測ってできているので、話半分で見ていただきたいんですけれども、マルコ・ルビオさんっていう、アメリカのね、偉い人が知らなかったみたいなんですね、この話を。で、ウィトコフとドミトリエフが、米国務長官にもウクライナ政府にも知らせずに、この28カ国の要求っていうのを勝手に作って、そこには主にロシア側の要求や非現実的な、政策が並んでいるが、ウィットコフはそれを何も考えずリストに取り込み、おそらくアクシオスに自分でリークしただろうと。で、それによってロシアの最大の要求を反論が起きる前にメディアに既成事実として刷り込み、避けられない反発を前にアメリカ政府がどう反応するか試したと。で、ルビオさんはさすがにね、最初はいや私はこんな話知らんみたいなこと言ってたらしいんですけれども、さすがにそれをなんかウィトコフに騙されたみたいなこと言えないので、いやアメリカ政府の文書ですとしぶしぶ認めざるを得なくなったのではないかみたいな、半分憶測なんですけどね、ことが言われております。ダメじゃん、アメリカ政府っていう。完全にロシアに罠にはまってますよね。はい。で、なんでそういう風にそこまで言われてるかっていうと、和平案の表現がいろいろ変だったんですね。さっき日本語で訳すと、ウクライナの主権が確認されるみたいな1行目からして中に変じゃないですか。なんなの確認されるっていうのはっていう話なんですが、これは日本語への翻訳がおかしいのではなく、アメリカがそもそもウクライナ向けに提示した和平案の一部の表現がもともとロシア語だったのではないかって言われてるんですね。予想されるとかは英語では不自然な受動体の構文になるので、ロシア語だと、ちゃんとそれに適切なんですね。ちょっと読めないですけれども、表現があるんだと。この方がより理にかなっており、よく知られた動詞形であると。その他の、表現についても、曖昧さの表現であるとか、立てまつるみたいなですね、英語にしてはかなり不自然な表現が品質しているんですけれども、全部ロシア語だというふうに翻訳すればすっきりというですね多分だからドミトリエフさんがロシア語で書いたものをそのままウィトコフさんが英訳したんだろうというふうに言われております。はい。いやーでもこんなので国の運命決められたらたまったもんじゃないですよね。アメリカが騙されてるだけじゃないですか
いや、ロシアの武力行使に成功体験与えちゃうの本当にやばいですよね。今までの戦争が全く無意味になりますよ。いや、戦争は確かに無意味なものですけど、いや、本当独裁者同士仲良くしたいだけじゃないのかっていうですね。まあ、だからプーチンに対して甘々な態度なトランプなんですけれども、ここに来てですねいよいよ一線を踏み越えてきたなという感じですよね。そう、防衛費と兵器開発ってね、よく軍事開発のジレンマって言いますけど、お互い軍拡競争になってしまうので、どこかで歯止めをかけないといけないんですよ。だけどですね、まあ、プーチンもトランプもですね、全くそういうことを考えてないので、はい。血を吐きながら続ける悲しいマラソンですもんね。冷戦構造もそうですが、軍拡は終わりがないマラソンですよね。どっちが力尽きるまで続いてますね。トランプ、プーチン、習近平、キム・ジョンウン、この3人には絶対逆らわないですね。いや、好きなんでしょうね、多分ね、独裁者がね。だから、ラリカリつけて、配慮するじゃないですか。なんで配慮するんだよっていう。はい。それでね、今、ロシアも戦争継続できる資金力があるのかっていう話なんですけど、おそらくなくなってるんじゃないかっていう、まあちょっとこれもね、プレジデントオンラインなんてどこまで信用できるかという記事ではあるんですが、最近ね、ロシアのスマホが突然圏外になったりしてるらしいんですよ。で、これは何だのかっていうと、3人に1人が食料の購入に苦労してたり、バターが贅沢品になってたりとか、ロシアの経済が相当今苦しくなってると。月給すべてが生活費に気取っており、突然の空港が機能が停止していると。ウクライナの攻撃が原因なんですね。ウクライナの人たちはわざとなんですけど、自分たちのドローンをロシア領域内に侵入させて民間航空機の飛行を停止するっていうことをやってるみたいなんですよ。もちろん民間人を攻撃する意図はないですよ。ウクライナはそんなひどいことしないので、あくまで航行を中止させることが目的なんですけれども、危険なドローンが飛んでるのにね、行けないじゃないですか。だからロシア市民の人たちはせっかく旅行のために頼まれた1年分の貯金が水の泡になったりとか、ロシア市民の日常生活がだんだん段階的にもう困難になってると。で、ドローンが飛ぶと位置情報とかを悟らせないためにロシア当局はインターネットの通信を切るらしいんですね。で、インターネットの通信を切ると、カーナビアプリ、通行料の支払い、ガソリンの購入やネットバンキングなどアプリが一切使えなくなると。だからモスクワ付近でスマホ使ってるといきなりブチブチ切れたりするっていう、それはウクライナのドローンが飛んできて、警戒態勢に入ってるかららしいんですけれど、それはだからね、戦争状態だからしょうがないっちゃしょうがないっていう防御態勢に入ってること自体はね、しょうがないっちゃしょうがないんだけれども、まんまとウクライナにやられてるということですよね。はい。で、だからだんだんですね、ロシアが金なくなりつつあるんじゃないかというのが一つ。あともう一つはヨーロッパ側の支援ですよね。これ青グラフがアメリカの支援で、オレンジ色のグラフがヨーロッパの支援なんですけど、これ見ての通りですね、トランプ政権になってからアメリカのウクライナ支援が激減しております。はい。今でも総じて言えばアメリカの支援大きいんですけれども、とにかく公的な、お金のね、ボーンとやるみたいな支援は、バイデンが最後に、大奮発した最後にですね、なくなってます。なのでその代わりにただヨーロッパの北欧諸国などがかなりのお金を拠出して今ウクライナを支援しているような状態なんですね。だからアメリカさえいなくなれば、トランプにさえなってしまえば、おそらくね、ウクライナは金なくて戦争を継続できないっていうプーチンの計算だったんじゃないかと思うんですけど、そうはいかないと言ってヨーロッパの人たちが今すごく頑張っているので、なんかロシアの方がどんどん金なくなるし、スマホは繋がんなくなるし、航空機は飛ばなくなるしみたいな状況になっていて、少々焦っているのではないかというふうな、これは憶測ですけども、でも追い詰めてるんだから、ここで停戦するわけにいかないじゃないですか。もうちょっとだからロシアに経済制裁をかけて、プーチンとかでその周囲の人間だけでも逮捕してからでないと、とてもじゃないけど停戦交渉なんてできない。実際にだから血を流す戦争をですね、続けるかどうかという以前の話で、ロシア側に全くダメージがない。で、和平の結果として、ロシアが一方的に得するような条件を飲むわけにはいかないということかなと思います。
はい。軍拡するといっても国力限界はある。大日本帝国海軍は本音ではなくアメリカに勝てるとは考えてなくても、国内での勢力拡大のためにアメリカと戦争に備えるためと予算獲得して大和とか武蔵作ってたけど、そのせいでアメリカに本当に戦争するかとなった時に反対論を言えなくなったと。そうなんですよね。だからまあ金をつぎ込みすぎるとね、引き返せなくなるっていう問題があるので、そういう意味でもやっぱり軍拡しすぎるのは良くないですよね。はい。だからまあ単純な軍拡競争で分けてるというわけではなくて、アメリカは支援しなくなっちゃったんだけど、まあウクライナの側がね、思った以上に頑張っていて、ヨーロッパの側も支援を続けているので、だからここで日本が支援を打ち出す割とチャンスだったんですけど、まあこれから言いますけど、高市さんはそういうこと言わなかったみたいですね。はい。しかも軍隊が拡大すると今度は軍隊が国内の政治とかに介入し始めるというリスクもあるしと。そうですね。フィンランドとかは昔ソ連に攻められたことがありますから、もしウクライナが落ちたら次はうちらかもと危機感を抱くのは当然だと思います。人が平穏に生きるためにこそ金を使うべきなのに兵器に積み込んでも虚しいですよね。ヨーロッパの先進国はイスラエルなんとかしてる。いやでもそれなんだよな。イスラエルに回す武器を全部ウクライナに回せやっていう話ですよね。そこは本当にひどいと思います。はい。擁護できないですね。ここちょっとすいません。負傷者の画像が出るんで注意してほしいんですけど、これは両腕両目聴力を失い私たち全員を守るために戦ったウクライナの兵士です。この男性に米国が精神的に不適格な人物を大統領に選んだために彼が多大な犠牲を払って守った土地を手放せなければならないと言えるのは伝えるのは耐えられません。4年にわたりロシアの手によって子供、親、配偶者が残虐に殺され、何十万人もの人々に彼らに正義がもたらせることが決してないと伝えることは耐えられないでしょうと。いうことでですね、ウクライナのこれ負傷兵の方だと思うんですが、まあ実際感情的にもですね、ウクライナの方々は決して受け入れられないですよね。だってこれだけの悲惨なね、戦争を行って何のためにこんなにたくさんの人が死んだのっていう話になるじゃないですか。全部ロシアが得してですね、一方的な侵略してきた奴らが得をして、まあ自分たちが戦ったことは意味がなかったっていうのは、まあ国民感情としても絶対理解できないだろうなというふうには思います。はい。いや、本当ウクライナで支援を渋ってイスラエルに支援するのはね、本当意味不明ですよね。トランプの思考回路どうなってんだよっていう話なんですけどね。はい。ウクライナが戦っているのは単なるロシアの蛮行ではありませんと、国連憲章51条に基づく自衛です。ウクライナが抵抗をやめれば平和を訪れるのではなく、ウクライナという国家と国民の消滅が待っています。彼らにとって抵抗は選択肢ではなく生存のための唯一の手段ですと。日本は中国、ロシア、DPRK という核保有国に囲まれており、ウクライナで力による現状変更の侵略が追認されれば、それは核を持っていれば隣国を侵略しても世界は手出しできないという前例になります。これは台湾有事等の問題に直結します。遠くの国のことだから見捨てるという論理がまかり通れば、いざ日本が侵略された時、国際社会が日本を助ける義理も根拠も失われますと。まあこれは保守派の人の意見なんであれなんですけれども、理は通ってますよね。だってどう考えたってウクライナにこんな和平案を通してしまったらロシアが得するんだから侵略戦争しても OK っていう論理になるじゃないですか。でアメリカはそのお金を払ってこうやって守ることはないから自分の国で自分で何とかしろみたいな論理になるわけでしょ。まあそうなったらね高市さんみたいにね軍拡しろみたいな政治家が台頭してそれを支持する市民がまた増えてっていうですね誰も得しない展開ですよね。本来は軍縮して平和を作っていかなきゃいけないのに、侵略戦争をしたやつが得するみたいなのはやっぱりありえないんじゃないかなと思います。45ヶ月、ロシア連邦は即刻戦闘をやめて撤兵すべきであり、戦争犯罪者を裁かれなければならず、プーチンは大統領の座から行われなければならない。もともとウクライナ政府は現時点での停戦は和平交渉を始めるべきとする主張である。これに同意しないロシアは今以上の成果が欲しいだけだ。戦争をやめる動機がないと。逆に言うといかなる停戦案であってもロシアのメンツを立てないという唯一の条件さえクリアしていればまともな停戦の礎になり得るとは思います。3年半以上にもわたって無差別殺戮を繰り返してきた正真正銘の侵略国家にこれ以上の国際的なお墨付きを与えるというようなアイデアは馬鹿げています。まあその通りですね。はい。どう考えたってロシア側に何かしらの
致命的な罰則がなきゃいけないですよ。私はプーチンを逮捕すべきだと思いますけど、それが不可能だったらせめてショイグとかですね、軍の高官ぐらい逮捕しろっていう話ですよね。これだけの虐殺を行ったんだから当然でしょう。で、どうしてもだからその実効支配してしまったクリミアとかドンバス地方については返せないっていうんだったら、でもそれが最低の条件ですよね。侵略した側が大きなペナルティを被ったという事実を残さないと、世界中がとんでもないことになるんじゃないかなと思います。はい。いや、本当ね、なんか本当帝国主義戦争の時代になってしまったんですね。最悪ですよね。本当国際人道法がだから、イスラエルもそうだし、このロシア、ウクライナもそうだし、ありとあらゆるところで国際人道法が危機に陥ってますよね。で、国際人道法が事実上無効化されると、やっぱりアジアの平和も崩れる可能性が出てくるわけですよね。反戦運動、サボタージュ、ストライキ。いや、本当民間レベルで本当にね、世界中の人たちがやっていかなきゃいけないですよね。いや、本当ね、常任理事国制度なんとかしなきゃダメですよ。国連が壊れますよ、本当に。ロシア、中国、アメリカを除名しましょう。って思うんだけど、できないんだろうな。なんかね、本当19世紀みたいに先祖返りしてますよね。はい。というですね、ちょっとウクライナのうんざりする状況を描きながらですね、で、高市さんは G20 南アフリカで開かれた会合に行ってきたんですよ。チャンスじゃないですか。だからウクライナを断固として支援すると。いや、もちろんね、ミサイルを送れとは言わないですよ。私はそれには反対ですけど、日本としては、法の正義を支援するんだと。侵略を許さないんだ。戦争は許さんというメッセージを送る大チャンスじゃないですか。で、高市さんが何て言ってるかっていうと、南アフリカで開催される G20 ヨハネスブルクサミットに向かう道中でございます。途中の9時間を入れると片道21時間を超えます。うんたらかんたらこんたら。それから高市はじめ、多角閣僚の皆さんも世界各国のトップと交渉しなくてはなりません。その時にできれば日本最高の生地を使って日本最高の職人さんが作った服でしっかりと外交交渉してもらいたいんです。安物の服で対応していたら舐められてしまいます。安物に見えない服、舐められない服を選ぶことに私は数時間を費やしました。結局手持ちが少なく皆さんが乱れたジャケットとワンピースの組み合わせで荷造りを終えましたが、外交交渉でマウントを取れる服を無理をしてでも買わなきゃいかんかもなと。外交交渉でマウントを取れる服を無理してでも買わなければいかんかもな。いやー、これもう見たとき絶句してしまって、偽アカウントじゃないかこれって思ったんですけど、本物の高市さんのアカウントっていやー、秘書が書いてるのかもしれないですけどね、俺はちょっと信じられないですね。何を言っているのって。だからウクライナ、ガザパレスチナの話もそうですけれども、これだけ国際情勢が緊迫していて、何としてでもやっぱり G20 に出てらっしゃる国々のね、首脳から情報が欲しいっていう、この重要なタイミングの時に何を考えてたかっていうと、安物に見えない服が何かっていうのを考えてた。いやー、もう嫌なんですけど、この首相。早くクビになってほしい。はい。いやー、という、何しに行ったんだよって、マウントするために行って遅刻してマウントを取られた。その後遅刻します。はい。これが公式アカウント。自分は休んでないアピール、日本すごいアピールもすごいですね。舐められない服ってなんだよ。麻生太郎でも連れて行けばいいのか。発想がおかしい。遅刻したら意味ない。何から言えばいいのかわからない。これが日本国の総理なんです。はい。残念ながらね。麻生太郎の服って確かに舐められないための服だったんですかね、あれは。ということで、先ほどからすいません、コメント出ておりますが、高市さんは何をしたかというと遅刻しました。南アフリカを訪れている高市総理大臣は G20 サミットで自由で開かれた国際秩序の維持・強化を訴えました。高市総理は各国首脳と会話する機会となる会議の前の時間に姿を見せず、開始から1時間以上遅れて会場に入りました。
日本は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化、そして責任あるグローバルガバナンスの再構築に向け G20 メンバーと共に行動していきます。高市総理の国会答弁をきっかけに日中関係の緊張が続く中、今回の外遊では首脳同士の接触があるかが焦点です。会議が始まる前の時間、中国の李強首相らは会話や握手を交わしていましたが、遅れて参加した高市総理の姿はありませんでした。また高市総理は会議の後の夕食会への出席は見送っています。出席見送りの理由について政府関係者は翌日以降の準備をするためと説明しています。はい。翌日以降の準備をするため会議に遅刻して夕食会も出ない。何しに行ったのこの人って。もう、いやなんかまた中国の人にいきり散らしたことを言って先ほどのツイートを読んでたので、また問題を起こすんじゃないかっていうちょっと心配はあったんですけど、ちょっとこれは予想外でしたね。まさか、いや、そもそも接触しないとはっていう。各国の首脳が来ていて自分の舌下で中国を怒らせただけではなく、ウクライナの和平案でロシアと米国が組んでくるという日本の安全保障に直接関係のある危機的状況にある中で、非公式に他の首脳が何を考えているか探るチャンスなのに、日本の首相が晩餐会に行かずに寝ていたのかという衝撃がある。本人がフランスのマクロン大統領となんか親しげに挨拶を交わす様がですね、バズっていたんですけども、本人がマクロンとの挨拶の時に昨日はやっと寝れましたと言っていますね。普段備えるべき時に寝ずにお勉強アピールをしつつ、外交の大事な時に重要なイベントに欠席して寝ているリーダーとか明らかに優先順位がおかしいですっていう。いやー、しかも何もせず寝てたんかいというですね。だからなんかほんとちょっとした旅行ぐらいにしか思ってないんですよね、この人。ウクライナとウクライナの運命が決するかもしれない非常に重要な今タイミングだということをまるで分かっていないのではないかという。一応ウクライナのその支援署名にはサインしたらしいんですけれども。はい。で、マスコミのね、だからテレ朝はね、ちゃんと遅刻したっていうことをこうやって報道してるんですけど、なんか日テレはですね、また斜め上の擁護をしてまして、1泊4日の超弾丸出張の舞台裏と称して、要はですね、時間がなかったので、弾丸出張したんだと。移動中の首相はどう過ごしているのか、シンガポールまで国際会議に向けた勉強などを行っていたそうだが、シンガポールからは急速に当てたという、さっき寝てたって言ってたあれですね。到着後は海外訪問中を日程を詰め込むと体が持たないです。少しでも休めるようにと余裕を持ったスケジュールにしましたという。会議への出発は比較的遅い時間にし、首相晩餐会なども代理人が出席、午後6時過ぎにはホテルに戻っていたと。いうことで。高市さんは頑張って弾丸出張してるんだからしょうがないじゃないかみたいな。すごいな。こんな言い方で擁護できるんだっていう感じなんですけれども。馬車馬のように働くんじゃなかったんですかね。はい。ゆうこさん、コンカラスです。1時間の遅刻はどの主要な新聞も報じてないそうです。中国語の通訳も遅れて、連れて行っていない。そうなんだ。どこも報じてないんですか？テレ朝は一応言ってたのにね。ありがとうございます。いや、本当国内向けのパフォーマンスのことしか考えてないんじゃないかっていう気がしますよね。本当ひどいというの知ってたけど、想像以上ですよね。マジで外交する気がなくて国内のパフォーマンスしかしてないような気が見えますよね。高市さんは遅刻してません。会議自体が遅れたんですみたいなツイートを見かけた。それは嘘ですよ。普通に会議はね、やってるし、ここにね、全力で高市を擁護してる、日テレでも、比較的遅い時間にし、みたいなね、すごい官僚答弁みたいだな、みたいな。会議への出発を遅い時間にしたみたいなことを書いてるんですよ。だから、わざと遅刻したってことですよね。はい。
プーチンはね、そう、相手を待たせるためにわざと遅刻したりするんですよ。彼はね、それこそマウントですよね。相手を待たせていくことでやきもきさせるっていうムーブだと思いますけど、ただこれはね、まあ G20 でやってちまってるので、全くそんなムーブでもない。しかもなんか参政党の助言に従ってんですよね。それもおかしいだろって話ですよね。参政党を言う参政党も参政党だけどさ。はい。あそこで日本の席に座ってたの、代理の人ってどなただったんでしょうね。男性でしたよね。はい。見た目。行かなきゃと行きたくないがバッティングして遅刻するの、私も経験があるから理解はできる。そんなバイト、仕事行く時の私みたいな、そんな心理状態なんですか、高市さん。普通に休んだ方が良くないですか、それは。まあでもよっぽど中国の首相と会いたくなかったんでしょうね。はい。じゃあ2時間遅刻してるやんけって会議が1時間遅れたとしたらそうですね、2時間遅刻したことになりますよね。はい。麻生太郎は本気でマフィアをリスペクトしており、東京在住の元マフィアに会いに行ってた。すげえな。尾崎内閣副官房長官。そうなんですね。ごめんなさい。誰だか分かってなかった。はい。高市さんの代わりに、晩餐会に出た誰みたいな人は尾崎さんです。はい。ありがとうございます。いやー、裸足の弦もね、日本は外国と仲良くして生き残るしかないって言ってるのにね、ほんと大チャンスだったのに何をやってんでしょうね。睡眠ちゃんと取るとは思ってますが、大事な時に寝るなよって。いや、他全部寝ててもいいから、ここだけは起きてろよってお話ですよね。いや、ほんと、重役出勤かよっていう。はい。いや。まあ中国もなんかね、これ以上言ってこない雰囲気は出してきてますけれども、高市さんがずっとこんな感じですからね、落とすに落としどころがないですよね。コミュニケーションすらまともに取ってこないわけだから。はい。いや、ほんと、せっかくみんな集まってるのにね、なんでゆっくり話してこないんでしょうかね。そう、このハグだけ見てね、メローニさんとしっかり友情を結んできたみたいな、そりゃメローニだってハグぐらいするだろう。ブーチンのようにわざと遅刻したのかな。いや、それはないと思います。みんなで集まってる会議なので。結局スケジュール管理調整をまともにできない内閣政府与党というですね。いや、そうですね。まあ高市さんだけの責任じゃないかもしれないですね。周りも本当無能ですよ、本当。あんまり能力の話にしたくないですけど、これは無能としか言いようがないと思う。で、さっきもコメントで言ってらした方いたんですけど、G20 に中国語通訳をそもそも帯同させていかなかったそうです。峯村健二氏、無理して李強さんと会わないということだなどと識者が解説しているんですが、そもそも喋る気なかっただろっていう話ですよね。まあ、高市さん、英語もあれなんだけど、中国語全く話せないらしいので、通訳が必要じゃないですか。李強さんとコミュニケーション取るんだったら。だから、無理やりにでも、通訳引き連れてですね、本当は行かなきゃならない場面だったと思うんですけど、日本側としても無理して李強さんと会わないというような姿勢だったのです、みたいな。逃げ腰でいいっていうことなのって、普段言ってることと矛盾してませんっていうですね。だから普段中国と食ってかかっていけばいいんだみたいなことを言ってる人たちがなんか全力で擁護しているのが非常に不気味だなと思いました。はい。ちなみに私はもう全く好きではない政治家ですが、岸田文雄さんという人はですね、追っかけてて捕まえたことがあったそうです。処理水の問題でね、中国とすごく揉めてたじゃないですか。あれはね、だから日本が悪いと私は思ってましたけど、中国李強首相と立ち話を行いましたということで、まあ嫌がる李強さんを無理やり捕まえてこの男いろいろ喋っていたようです。はい。まあでもこれが普通の首相じゃないかなというふうには思います。はい。メローニさんのね、握手、なんかその横に並んで握手してる動画がちょっとバズってたんですけど、それは AI 生成です。はい。ハグしてるのは本物の写真ですね。はい。ということで、メローニさんもいい迷惑じゃないかと思うんですが、AI ではない実際の映像、アルジャジーラの映像がこちらなんですけれども、このようにですね、まあこれ右が、南アフリカ主催国のシリル・ラムポーザさんで、真ん中にいるのがルーラさんというブラジルの、トップですけれども、このようにですね、なんかぶつばじく、マクロン首相ですよね、話している中で、なんか、映らないな、日本の首相。
まあこれアルジャジーラなんでね、中東とか、アフリカ圏の、人たち向けのメディアなんですけれども、まあいつもガザのレポートとかしてますよね。メディアなんですけど、なんか見事なまでに高市さん映らないんですよね。多分、全く重要な国だと思われてないっていうですね。こんなルーラ大統領のほら、ラマポーザさんと握手するシーンにはこんな尺を割いているというのに、エルドアンもちゃんと出てるというのにですね、高市さん全く登場しないんですよ。まあ全然重要な国だと日本思われてないんだろうなっていうのだけはビシビシと伝わってきますね。はい。まあ一応端っこにはいるみたいなんですけどね。編集などでトリミングされたわけではありません。ミネさん、コンカラスです。岸田さんがわしに見えるわって。いや、本当なんだよな。普通こういうので映してももらえないってなんだよっていう、まあ日本のね、相対的地位の低下ではあるんでしょうけれどね。はい。なんか外務省の担当者が対話を拒んでいる中国に無理して話しても仕方がないみたいなことを言ってたような。そうですね。外務省の担当者も言ってたし、この MC の、ミヤネ屋のとこでもね、峰村さんっていう指揮者の方が、言っているんですけれども、まあ無理してね、李強さんと話す必要はない。いや、無理してでも話さなきゃダメだろっていう、ジャーナリストの峰村さんが言ってるんですけど、なんでこんな用語の仕方するんですかね。映す価値なちって。本当に。アルジャジーラ的には多分日本ってどうでもいいんでしょうね、マジで。まあそりゃね、イスラエル、ガザに関してもあんな態度ですからね。はい。で、まあ G20 ででも李強さんに何も言えなかったってのが何がマジでやばいかっていうと、まあ、ロシア・ウクライナ戦争の話にまた戻るんですけれども、における中国の立場っていうものがあるわけじゃないですか。まあ、ぶっちゃけね、チャンスだったと思うんですよね。ちょっといやらしい話かもしれないんですけど、中国は、私は中立国ですと言って、ロシアに軍事支援も表向きはしてないですが、まあ、半ばですね、まあこれ面白い記事なんで興味ある方は読んでいただきたいんですけど、ジャーナリストの方の研究によると、公然とロシアのプロパガンダを支持してます。中国国内でこういうね、テレビ番組とかがよく流されてるらしいんですけど、大体ロシア人の人とかがゲストに出てきて、ロシア側のロシアによるロシアに都合のいい主張をまあ流してるんですね。ロシア自身が NATO にこの紛争に追い込まれたと説明しており、 NATO が国境地域を過剰に軍事化していると主張する様子が見て取れる。中国の国営メディアも表現は異なるものの同様の脅威を掲げており、いずれにしろロシアのナラティブとの収束を観察するのは興味深いと。あとですね、まあ、陰謀説とか、まあ、ロシアが好きな、なんかウクライナがネオナチだとか、ウクライナが生物兵器作ってるかもしれないみたいな話も結構散見されるそうです。もちろん公的にDPRK 北朝鮮みたいにがっつり支援しているわけではないので、それは誤解してはいけないです。ミサイルを送ったりしてるわけではないので、そこは誤解してはいけないんですが、まああからさまにね、友好国であるロシアに気使ってますよね。はい。で、今年の3月なんですけど、イギリスとアメリカと EU が珍しく一致団結してロシアに制裁したんですよ。で、その時に中国の企業が対象になったんですね。ロシアのプーチン大統領とのビデオ通話後、中国の習近平国家主席は両国を苦楽を共にしてきた真の友人であると表現し、直後にクレムリンはこれを支持する声明を表現したと。で、アジアパシフィックリンクス有限工事、真の電子有限工事、高価有限工事など3つの中国企業がロシアがウクライナに対する戦争遂行に使用する物品を大量に供給していたとして制裁対象になったと。で、まあ中国もちろんハイテク国家なんで衛星電子だとか、まあいろいろな名前並んでますけど GSK SNC だとかニューウェイですとか、ですね、いろんなまあプリメーラだとか世界に誇れる中国企業がたくさんあるんですけれども、こうした企業が内々にロシアに対して、戦争に使う部品というもちろん名目で売るわけにはいかないので、そういう感じではないんですけれども、民生品として、いろんなドローンとかも提供しているということが言われております。
だからですね、正直平和国家としての、中国の態度とロシアに対するその態度ってすごく矛盾しているので、そのことを言うチャンスでもあったわけですよね。だけど、口先だけなんかそういう一般論というか、まあ、さっきなんか言ってましたけど、また、例のね、秩序に基づくなんちゃらかんちゃらみたいなことしか言えなかったので、まあ、おそらく効果はゼロだったんじゃないかなと思います。はい。2ヶ月間だけ石破戻ってきてくんねえから、いやー、本当にね、もう、石破代理総理でいいよっていう感じがしてきましたね。いや、本当ね、李強さんにいろいろ言うチャンスだったはずなんですよ。だから、本当はもちろん高市が謝るべきですよ、まずは。高市が謝るべきことだけど、でも言うべきことは言うチャンスでもあるわけじゃないですか。ウクライナがとんでもないことになってんだから、大チャンスだったのに、ね、それをミス。だから本当に中国に反撃したいのかな、この人っていう風に私は思っちゃうんですけどね。はい。意外にも中国のネットニュースにはウクライナ侵攻を非難する記事はありました。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。だからそうですね、中国の名誉のために言っておきますけど、全面的にロシアを支援してるわけではないみたいなんですよね。偏ってるんですけど、すごくロシア寄りの報道ばかりが多いんですけど、まあ日本がアメリカ寄りの報道が多いのと多分一緒ですよね。同盟国で友好国だから、まあ気使ってるということなんでしょうね。はい。まあただロシア批判が許されてないという状況ではないということですね。高市さんは本当に国内でしか目が向いていないのではないかというで、まあそのね、だからまあ高市さんのチーム高市の皆さんがですね、中国に対してじゃあどう反撃するつもりなんだよ、この人たちもうどうしようもないじゃんって、このチャンスを逃したらって思ってたんですけど、中国側の主張は受け入れられないと、ごめんなさい、官房長官がコメントしました。木原官房長官が記者会見で、在日本中国大使館が国連憲章の旧敵国条項に言及し、日本など第二次世界大戦の敗戦国に軍事行動を取る権利があるなどと主張したことを受け、事実に反する中国側の主張は受け入れられませんと述べたと。11月21日、駐日中国大使館は国連憲章のいわゆる旧敵国条項に関する配信を行いました。国連憲章のいわゆる旧敵国条項については、1995年の国連総会において時代遅れとなり、すでに私文化したとの規定を認識を規定した決議が圧倒的多数の賛成流に採択され、中国自身も賛成票を投じているじゃないですかと。2005年の国連首脳会合では、国連憲章から敵国への言及を削除するとの全加盟国首脳の決議を規定した国連総会決議が採択されており、中国もコンセンサスに加わっています。私文化された規格が未だ有効であるかのような発信は国連においてすでに行われた判断と相入れないものですと。これ反論になってないですよね。そんなこと分かってんですよ、中国は。まあ、中国が、旧敵国条項ってのがあるぞと。日本が再び軍国主義に走る右翼勢力に関しては、旧敵国条項の、適用を免れないから、まあ、旧敵国条項っていうのがですね、残っている限りは、国連のね、安保理の決議なしでも、中国は日本に攻撃する権利があるわけですよ。まあ、半分脅しなんですけどね。だからそういう中国の脅し方がいいかどうかという話とは別として、時代遅れて私文化してるんだからいいんだみたいなことを、だからそんなことをその95年に決議してんだから、中国だってそんなことは100も承知の上で言ってるでしょっていう話ですよね。100も承知の上で言っているのになぜ言われてるかっていうと、明らかに戦前回帰の傾向を高市政権が言ってるからじゃないですか。ね、戦前に回帰するっていうんだったら、日本がまた軍事国家になって大日本帝国みたいになるかもしれないんだから、それだったら当然に中国は被害国として反撃する権利があるぞみたいな、まあ脅しですけどね。あくまで脅しに過ぎませんけど、ことを言ったのに、それに対する返答がすでに私文化してるじゃね、会話になってないですよね。会話にも反撃にもなってないんだけど、どういうことなんでしょうね。そう、そこじゃないんですよ。それは事実だじゃねえんですよ。それは事実なんですよね。はい。
そう、新しい判断なだけですよね。そうそうそう。だから中国側として、その高市政権が、極右で、戦前に回帰しているという評価があり、その評価が正しいとか、脅しがいいとか悪いとかは別ですよ。その評価は別ですけれども、すでに私文化した条項が復活するぞっていうことを言ってんのに、それはすでに私文化してるっていうのはね、会話になってないですよね。だからこんなんだったらね、永久にレスバに勝てないでしょっていう感じがするんですけど、ね、さらに何を言ってるかっていうと、最近の中国政府における発表において、あたかも今年に入って日本国内における中国国籍者に対する犯罪行為が多発しており、安全に対するリスクが高まっているかのような言及がありますが、そのような指摘は当たりませんと。なんでこれ画像にしてるのかも全く意味不明なんだけど、まあ12万いいねぐらいされてるんですよ。まあ実際確かに事実として、その中国の人に対するヘイトクライムとかが激増してたら、それはそれで大問題ですけど、そういう事実はないですけれども、でも参政党みたいなのが出てきて、ヘイトスピーチがね、日本中にばらまかれてるの事実じゃないですか。だからこれも何の反論にもなってないですよね。だからこれからそういうね、ことが起きるかもしれないみたいな、それもまあ脅し、半分脅しだけど警告なのに、だからそれに対してなんかね、そのような指摘は当たりませんみたいなことを格好つけて言ってみても、まあ本当これも内輪受けですよね。内部のその高市さんを支持してる日本の人たちには伝わるけども、まあ中国の人はこんなの見かけたってね、なんだそれ何言ってんのっていう風にしかならないんじゃないかなと思います。いや、これ外務省公式なんですよ。恥ずかしいですよね、本当にね。何言ってんのこの人たちはっていう。だから本当なんかね、もうイスラエルレベルになりつつありますよね。やってることが。はい。平野龍が飛び上がって喜んでそう。いやーだから平野みたいな人からしたらね、自分たちがやってることはレイシズムではないみたいなことを、まあお墨付きにも見えるわけじゃないですか。それも嫌ですよね。はい。そうだから結局国内に向けてアピールするためにまあ中国を出しにしてるだけだからこうなってんじゃないかなと思うんですけど、それ出しにされた方は怒るでしょう。でまあ先ほどの速報で外務次官と駐日中国大使の方が外務省で面会してまあ首相答弁をめぐってあれこれあれこれと言ったみたいなんですけど、まあおそらくこれじゃ解決しないんじゃないですかね。で向こうにとってはこっちは外務次官を出しているのに、向こうは駐日中国大使レベルで対応してるんですよ。これどっちかっていうと日本側の方が高官比較的地位の高い人を出しているので、だから本来だったらまあここでね頭を下げに行かなきゃいけないところなんですけれども、おそらく素直に謝罪したわけじゃないんじゃないかという気がするので、なんかまだまだこじれるんじゃないかなという気がいたします。相葉修さんゴンカラスです。平野龍地元に来てたのを帰った後に知りましたが、プロテスターたちが邪魔してくれたそうで気持ちが救われましたということで、プロテスターの方々、そうですね、なんか平野すごいなんかね、ちょっとごめんなさい、話がヘイトスピーチの話になるんですけど、岡山とかですね、いろんなところを広範囲にゴーッと移動してて、それを全部追っかけてってですね、カウンターしたそうです。大変お疲れ様でございました。いや、本当レイシストにお墨付き与えちゃダメですよね。まだ日本を愛してくださって中国にも来てくださる日本にも来てくださる中国の方々にも本当申し訳立たないですよね。はい。大迷惑だと思いますが、まあ第一義的に迷惑を被っているのはまあ台湾の方々だと思います。台湾がついに公式声明を発表いたしました。日本が防衛との解釈は困難。高市総理の答弁を受けて台湾外交部が議会に分析と。台湾の外務省にあたる外交部は台湾海峡で中国との衝突が起きた場合、日本が協力して台湾を防衛するかどうかは分からないという分析内容を議会に報告しました。外交部は高市総理大臣の台湾をめぐる国会答弁の影響等について議会から分析を求められていました。台湾メディアによりますと、外交部は24日の報告でいわゆる台湾有事に関し、日本政府は戦略的に曖昧な立場を維持していると指摘した上で、日本政府の意思決定はアメリカの動向や日本の世論など多くの要因の影響を受けると分析しました。そして高市総理の答弁内容から直接日本が台湾を防衛すると解釈するのは難しいという、判断を下したということです。はい。まあこれちょっと持って回った表現ですけど、これ台湾からの公式なフォローだと思います。要は
今までの石破さん時代までやってた曖昧戦略を維持されているので、一部の高市擁護派が言ってたことを公式声明として出したわけですよね。高市さんの発言は中国が批判するような踏み込んだ発言というものには当たらないと。特にね、ちょっと言い回しがまずかっただけでね、基本姿勢変わってないじゃないですかと。高市さんという、お墨付きが出たということなんで、従来見解変更せずみたいな感じでですね、答弁書を政府が閣議で出してもいるんですけれども、これによってですね、一応高市さんが発言を撤回したとしても今までの台湾に対する、対応は変わらないというですね、日本の姿勢を示すことができるようになったと思います。だからこれ高市さんを辞めさせないためのフォローですよね。台湾にフォローされてるの本当恥ずかしくないですか？こんだけ迷惑かけておいて。だからもちろん台湾は先ほどもウクライナの例にとってた保守派の人がいましたけれども、立場的にはウクライナアメリカの関係に近いじゃないですか。日本にやっぱり見捨てられたくないから、いくらひどい態度をとっていても力による現状変更みたいなのに寄するわけにいかないし、中国寄りの意見を出すわけにはいかないわけですよ。はい。だから日本をね、高市さんのことを悪く言うわけにはいかない。しかし、高市さんのことを悪く言うわけにはいかないからといって、今の状態だと日本と台湾がつるんで中国に攻めてくるみたいなストーリーになっちゃってるから、中国の怒りが収まらない。じゃあどうしたらいいのかっていうと、こういうフォローを出してですね、撤回しても大丈夫なんじゃないですかみたいな雰囲気作りをしてくれてるわけですよね。いやー、なんでここまでお世話してもらわなきゃいけないんですか？だって迷惑かけてるのこっちなんですよね。もちろん台湾は別になんでしょうね。それはね、中国相手に強硬姿勢を示すこと自体は、政治的にはね、都合がいいのかもしれないですけど、これは本当ありがた迷惑もいいとこですよね。いきなり中国を刺激しまくったもんだから、台湾の立場まで今危うくなってるじゃないですか。本当に私はそれでも高市さんは今すぐ辞任してほしいなと思います。はい。実際日本での中国人に対する、嫌悪はかなりきついです。最近になってひどくなったというかずっとひどいです。いやほんとひどいですよね。だからせめてレイシズムをやめろというメッセージを発するべきなんですけど、首相がレイシストなんでもうどうにもならないですよね。はい。平野瓜生さんはちゃんと本名の萩野鈴子さんと呼んであげてください。萩野鈴子さんなんだ。ありがとうございます。飲み方間違ってたらごめんなさい。いや、ほんとね、せめて適当な理由で辞任するか撤回するかしろよっていう話なんですよね。本当にもう。日本以外が戦争を避けようと頑張ってるってこと？いや、その通りですよ。はい。戦争したいって言ってんのこの人とこの人のファンだけなんで、この人のファンの話後でしますけど、だってトランプも引いたでしょ？中国も大事な同盟国なんで、みたいなこと言って引いたでしょ？で、台湾も、高市さんいろいろおっしゃってますけれども、僕らとしては、日本の立場は変わらないものとして考えてます。中国は良くないですみたいな、こういうすごく温当で持って回ったメッセージをわざわざ発してるわけでしょ。いや、本当にね、首相がおんぶ抱っこでお世話になってるって情けないにも程がありますよね。なんで右翼の人たちはみんな切れないんだろう。台湾国内の世論も独立できればしたいけど、このままでもみたいな穏健派が主流で、第三者が勝手に火の粉をはぶってる。そうですね。穏健独立の中間派が、一番主流で数が多いそうです。3、40% ぐらいかな。今まで通りでいいと。で、そのうち独立できる時代になったら、中国怖いけどいいんじゃないかと。あるいは、このまま永世独立国みたいな感じで、自治政府を維持できればよろしいと。中国と統一するという意見は全く人気がないので、それはね、確かに中国への反感が非常に強い、歴史的に当然だとは思うんですけど、それは事実ですけど、ネトウヨの皆さんが思ってるほどで、対中強硬派の人が多いわけでもないですよね。はい。長市さんはこれずっとこのスター誌で出世したくてから、いや、それなんでしょうね、根源はね。多分。今週土曜にも名古屋駅前で高市やめろスタンディングやめさ、頑張ってください。頑張ってください。泥船高市を
高市さんが首相にならなければみんな余計なことに気を回して余計な仕事増えなかったのに、いや、本当にね、アジアに火をばらまいてますからね。武器輸出で外貨稼ごうとしてんのと無関係じゃないでしょうね。いや、ほんとね、それが狙いじゃないのって言いたくなりますよね。結局いろんな国に日本がですよ、武器を売りたいからこういうこと言ってんじゃねえかっていう、まあ気持ちになりますけどね。はい、私は。まあでも台湾というか中国はね、本当に本気というかですね、残念ながら実力行使に出始めてます。中国軍が年内に台湾包囲の大規模演習を再開するとの観測が浮上してます。台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁を向け、中国は軍事面で威嚇を強める構えである。演習では台湾侵攻や海上封鎖をした場合に米軍だけではなく直接的に自衛隊を抗戦する事態を想定して訓練を重ねていく可能性がある。いや対自衛隊を想定されちゃってるじゃんっていう話なんですが、まあ余計なこと言った挙句にですね、実戦訓練を本当にやるみたいな話が出ているみたいです。ね、まあ本気でそこまでやるのかって日本ごときのためにという、気もするんですけれども、実際に台湾に対してこういう非常に威嚇的な行動を続けているのが、中国は事実なんで、そこはですねやっぱり油断してはいけないと思いますし、ウクライナがですね、もし先ほどの和平案が、何かしら、まあ、条件はつくとしても通ってしまって、まあ、ロシア側が免罪されるみたいなことになると、それだったらうちはね一つの中国だし、台湾は内政問題って言い張れるからいいじゃんっていう感じで、まあ、本格的なね、まあ、いきなりミサイル飛ばしたりはさすがにしないと思いますけど、海上封鎖とか、まあ、台湾併合に向けたですね動きを加速していく可能性があるので、非常に本当危険な状態だと思うんですけど、でもなんか普段から中国の脅威みたいなことを言ってる人たちがなんかこれに関しては静かなんですよね。もうちょっと大騒ぎしたらいいんじゃないですか。はい。なのでね、やっぱり実際に戦艦を出すとなると、やっぱりシャレにならない事態になりかねないので、まあなんとかやめてほしいと思うし、その前に高市を謝らせて、辞任させたいと思います。はい。いやー、このドローブね、降りたいけど、我々日本人には降りられないんですよ。降りられないんですよ。首相ですからね。首相を選んでしまいましたからね。まあ選んだのは自民党の人だけど。いや、頼まれてもいねえのにいきなり挑発してこれですからね。最悪ですよね、ほんと台湾にとっても。はい。泥船は沈む以外ありません。エスカレートして本当に戦争とかお願いだからやめてほしいですっていうね。いや、みんなそれを思ってると思うんですけどね。思ってないの高市さん周辺だけですよ、きっと。で、まあ最後にこれをですね、言っておきたいんですけど、さらに煽るようなことをしているやつがいるので、非難しておきます。小泉進次郎防衛相が、沖縄を初訪問しました。防衛力強化へ地元理解訴え、小泉進次郎防衛相は22日、沖縄先島諸島を訪問し、宮古島市の、市長と面会しました。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しており、高市さんのせいじゃないですか。南西諸島を含めた防衛力の強化が重要だと強調した上で、地元の理解と協力が不可欠だなどと、主張してるんですけど、はい。ですね。あなたねって、これ22日のニュースですよ。これ21日のニュースなんですけど、コメント差し控えた件についてどう思ってらっしゃるんですか？小泉防衛相、コメント差し控える米兵による不同意わいせつ容疑で、小泉進次郎防衛相は21日午前中の記者会見で、在沖縄米海軍所属の男が沖縄県内の少女に対する不同意わいせつの疑いで県警で書類送検されたことについて、捜査中の案件であるためコメントは差し控えなければならないと述べた。小泉氏は、米軍人による事件事故は地元に大きな不安を与えるものでなってはならない。米軍に対して兵士の教育や後期粛清などうんとやらかんたらみたいなこと言ってるんですけど、なんでコメント差し控えてんだよ。非難しろよ、非難を。何なんですかね、この男は。だから地元の理解を求めたいんだったらですよ、
だから沖縄の人たちが今一番求めてること、これじゃないですか。米兵をまずなんとかしろっていう話なんですよ。あいつらの態度があまりにも悪すぎるから、犯罪行為をしてるから、なんとかしてくれっていう話をですね、去年、一昨年、ずっと何十年もですけど、ずっと言い続けてるじゃないですか。それをシカとしといて、これいきなりこのトップガンみたいな格好でやってくるんですよ。舐めてるでしょ。はい。多分、わざとね、記者は、おそらく、狙って質問して答えたんだ、狙って質問したんじゃないかと私は思いますけどね、この状況に持っていくために。いやー、ほんとふざけてると思います。はい、早く辞任してほしい。ですね、すいません、ちょっと怒ってしまいましたが、あまりに小泉がふざけているので、右翼は戦時体制が欲しいけど戦争はしたくないという指摘が見たことがありますが、本気で中国相手に戦ってると勝てると思ってそう。いや、なんかどうなんでしょうね。もう高市支持者の人たちの考えてることがよくわかんないんですけど、戦争しようぜみたいな人もいるし、いや、それは、ちょっとみたいな人もいるし、内向きに煽りたいだけなのかもしれないですけどね。世界の真ん中で咲き誇るのがこれかよ。レアアースのカード出されたらもう終わりです。総理大臣と王様の区別がついてない人間が多すぎます。やるなら軍師な連中に戦争を煽られたくないですっていうね。いや、ほんとこういう人に戦争を煽るのやめてほしいですよ。いや、ぜひ最前線で勇ましい姿を見せていただけないですかね、まずは。まずはお前が尖閣行けや。わざわざ沖縄まで行って沖縄県民の感情を逆なでしに行ってるんですよ。いや、差し控えるなよっていう。米兵に国内治安が争い回されてるのにだんまりなのが愛国者なんですか。いや、全然有能になってないですよ。何も変わってないし、むしろ悪化してますよね。ネット右翼みたいになってるじゃないですか。多分その高い力に染まっちゃってるんだと思うんですけど、予想はできてましたが、中国は沖縄についても研究を始めました。イーロン・マスクは台湾に介入すべきではないという考えですが、それでもハワイのことをつつかれるからだそうです。なるほど。そうですね、中国は沖縄独立論とかもね、結構言ってきてるみたいですよね。うまい具合に利用されてますよね。はい。米兵様は日本を守ってくださるんだし、本土じゃなくて沖縄人たちなら被害に遭ってもいいか。いや、もうそこまで来るともうほんと手の薬がないな。当然怒るだろってこんなことしたらよっていう。いや、高市内閣で押せる人一人もいないですよね。頭からつま先までこんな感じの、所詮裏金議員とかで作った内閣なので、そうなんだと思いますけど、はい。本来防衛省であるべき山添拓さんなんですが、日本最先端の与那国町で、もともとなかったミサイル配備計画を進めながら地域の緊張を高めるという指摘が当たらないと言っている小泉防衛相、住民の懸念も台湾有事発言で国際問題を招いている高市首相答弁も知らない顔か。当たらないと言えばスルーできると考えているなら大間違いだというですね。全くその通りだと思いますが、与那国のミサイル配備の何が問題かっていうと、この人分かりやすい図を出してくださってるんでちょっと出典不明なんですけど、与那国の位置を認識してない方が多いと思います。鹿児島から台湾にかけての略図をかける人なら与那国にミサイルを配備することがどれだけ中国を警戒させ、つまり日本を危険にするか気づけるはずではないでしょうかということで、こんな感じなんですよね。マップにすると非常に分かりやすい。与那国島、だから一番最西端だから、ね、ここにミサイル仕掛けたら、そりゃね、台湾防衛をもはや超えてますよね。だから中国に対する攻撃になってるでしょうと。だから台湾の人たちにとっても確かに沖縄本島とかその周囲海域を警戒してもらうっていうのはありがたい話なのかもしれないですけれども、それにしてもね、与那国島にミサイルっていうのはどう考えてもやりすぎだし、自主防衛の範囲を超えてますよね、明らかに。それも共産党さん意見だっていうふうに確かご指摘なさってたと思うんですけど、はい。だから敵基地攻撃能力になっちゃってるじゃないですか。だからですね、地対空ミサイル部隊が今石垣島の計画が500人から600人で、宮古島がすでに700人から800人いるということなんですけれども、台湾付近だけを防衛するんだったら正直石垣まで行く必要もなくて宮古島で十分なのではないかっていう気がするんですけど、なんですかね。尖閣にどうしても行かなきゃいけないというあれがあるんでしょうかね。はい。
なんか本当になんか戦争準備内閣みたいになってるのがうんざりしますね。軍国主義は少数民族の抑圧とセットです。いや結局だからね、台湾も沖縄もそうですけどね、だから周辺諸島の地域、琉球港の人たちを全員抑圧してますからね、大国の都合で。はい。でそのことに対する自覚が全くないですよね。フライドジャケット着てんのも意味わかんないですよね。トップガンかよって思いました。はい。戦後日本は文民統制のはずなんですが、進次郎は内心では将軍に憧れてる。ああ、そういうタイプか。いや、それ最悪だな。メンタルがやばい。もちろん、そうです、そうです。目と鼻の先なんですよ。はい。だからね、こうしてみると、やっぱりその琉球諸島、南西諸島がね、いかに広い地域にまたがってるもので、そこにね、米軍基地が大量に集中してるっていうのがいかに異様なことかっていうのは分かりますよね。もちろん米軍の都合なんだけども、はい。今回のは地対空の防衛用ミサイルらしいですけど、それだけにとどまらない。いや、それだけにとどまらないと思いますよ、おそらく。ね、どんどん配備しようと考えてんじゃないですか。いや、そしたらそりゃ戦場になるよなっていう、そんな想定で動いてたら。だから、まあ、高市さんの頭の中にもこういう図がたくさんあって、まあ、その中でのああいう発言だったのかもしれないですけどね。はい。いや、ほんと、キューバ危機みたいな状況になりつつありますよね。ね、昼寝猫兄貴がこの子を積極的に今の日本は30年代の再現だっていう。そうですね。まあ多くの識者の人が指摘してますけど、本当1930年代の時のみたいなノリになってきてしまってるのが本当に危ういと思います。で、最後におまけですが石垣島駐屯地なんちはこちらですと小泉大先生が、投稿されてるんですけど、こういうのを投稿するとね、小泉さんに対してものすごいバッシングが来てたんですよ、今までは。でも今回全く皆無なんですよね。まあリプ見たい人は見てみればいいと思うんですけど、絶賛なんですよ。これでは進次郎が召し上げると異常な数のバッシングが来てたが、今は軒並み万抜。つまりどの層がやってたのかが完全に可視化されている。そんなのに左右される世論ってのも何なのかなというふうに思うという。まあ私も同じ感想ですね。なんか結局そのネット右翼の人たちが世論を動かしているっていうのが最悪だなという、ちょっと月並みな最後感想で申し訳ないんですけど、まあただね、本当に国際的な問題、琉球湖からですね、ウクライナの平和に関わる問題を今同時進行形でですね、世界中で問題になっているという危機的状況なわけですよ。でこの状況なのにリーダーが高市さんで、ね、G20 サミットには遅刻してくるし、夕食会には出ていかねえしみたいな。いやこんなん続けてたら本当にね、とんでもないことになりますよっていうふうに私は思います。はい。ということで、ちょっとお水飲ましてください。はい、失礼しました。進次郎さんなんかこの絵広田ですね、兼ねてるポジションなのかな。手のひらドリルとネタにしていた人たちが手のひらドリルしている。天皇試験なき大日本帝国みたいな。国民主権の大日本帝国とかどうすればいいんでしょうね。はい。ということで、まあ、大日本帝国の、現代大日本帝国のですね、高市首相を、支えている国内の人たちについてちょっとお話ししようかなと思います。上海。念上海。Oh, this one. 習近平氏が旅行自粛するよう呼びかけています。You know? 不知道，我不知道。不知道。Sorry。Canada。上海。对。OK。どのくらい日本に滞在していますか？等会儿啊，8天。習近平主席は旅行自粛するよ。ダメだ。習近平さんという文字を見た瞬間に質問から離れていきました。上海。
はい。なんか先日あったマスコミ報道で実際に流れた映像らしいんですけど、日本のメディアはこうやって取材者の顔を取っといて人生何があっても責任取らないんですよ。まあ奈良の鹿の件もそうでしたけど、習近平さんの名前出し聞いて質問に答えられるわけないじゃないですか。でもうだから完全に相手の対する想像力が欠如してる。でしかもこの状況下で日本に来てくださってる方々に対してこうなわけですよね。ほんとひでえなって思うんで、それだけでひどいなって思うんですけど、たださらに問題なのはここのテロップで言えないっていうようなことが書いてあるんですよ。まあそうなんだろうなっていう風に納得しちゃいそうじゃないですか。でも実際にその中国語ができる方の聞いたところ、明らかに不知道、その後わざわざソーリーと言ってるのに言えないと訳すのは誤訳を超えて意図的な報道です。仮に顔出し OK の許可を取っていたとしていなかったら大問題ですが、この後ご時世に日本を楽しみたい中国人観光客については報道側も配慮してほしいと思いますと。要するに言ってないんですよ。知らないって言ってんの。知らず道だから、不知道だから、私はそのような渡航規制については存じ上げませんっていう風にこの方言ってるんですよ。存じ上げませんって言ったのに言えないって言ってる、訳してるんですよ。だからこれ意図的なプロパガンダですよね。だからこういう人たちが、実際にもちろん習近平さんのことを恐れてると思いますけど、恐れてて言えないから言えないみたいなことを言わせて、だから中国嫌いの人たちを面白おかしく煽ってるわけですよね。最悪だなと思いますね。はい。ね、こういう報道が毎日のように行われてるから、実際高市さんの支持率が落ちないんじゃないかなと思います。きなみさんおやすみなさい。ありがとうございました。お疲れ様でした。聞くなよ。どんな意図でこんなインタビューしてるんだ。そう、わざと誤訳してるんですよ。かつて左派が日本の右傾化について危機感を抱いてたら、霊障系が軍下の音がと言って揶揄してたのですが、実際に本当に危険な状態になってきましたね。いや、本当ですね。いつ何が起きてもおかしくない状態になっちゃいましたからね。いやだから聞かれたって困るし、中国の国内のこと分かってて聞いてるから、本当悪意ある質問ですよね。そう、翻訳間違ってるんですよ。中国も中国で個人に自粛呼びかけにとどまらず、強制的に団体予約キャンセルさせるような統治体制であるというのはよく考えなければいけない。もちろんそれは中国が悪いですよ。はい。全体主義国家なんで。それはね、民主主義的でないので、中国の体制が悪いです。それはそうなんですが、前にも中国人の取材でこういうことやったの最低だなってでもそれはそれとしてこのマスコミ最低だなと思います。いやこの方々もう来ないと思いますよ、こんなことされたら。でコロナレベルで観光壊滅していくんじゃないかなと思いますしね。本当イスラエルのプロパガンダみたいですよね。はい。あっちもテレビでそういう誤情報とか流しまくってますからね。でこっちはさらにひどいんですけど、ちょっと音声が小さいのでテロップだけ流すんですけど、ひろびという TBS の番組でですね、立川志らくさんという方が登場したんですけど、なんか高市さんのことけしからんっていう人がいるんだけど、明らかに間違ってるならそう思われても仕方ないが、間違っているわけではない。最悪を想定して集団的自衛権などと言っているのであって、総理大臣になってからそれをまた言っていたわけではなく、安倍政権の頃から繰り返し言ってるそれを立憲が無理やり引き出すつなんだと。立憲が悪いんだと。だからなんでその皇帝高市さんを非難するのかと。でも中国が言ってくるのはわかる。でも日本でもそういう人たちがたくさんいるっていうことは、あなた方は日本人じゃないんだということを言って、パンダが来なくなったら悲しいですねみたいなことを言っているんですけど、信用できない方はこれ実際の映像を見てみてください。本当に言っているので。はい。で、ひろおびの立川志らくの問題発言、実際の動画をスマホで録画し字幕をつけてみました。他の人はみんな引いています。いや、あなた方なんで日本人じゃないのっていう気すらするということを言っており、俺はアウトだと思うということなんですけど
もうこれ完全な差別発言ですよね。だから高市早苗さんを批判するやつは、要は日本人じゃないという非国民なのか、まあ反日なのか知りませんけれども、はい。まあそういうレッテル張りだと思います。はい。まあ立川志らくってずっとこういうね、体制擁護の発言をしているような人で、そもそもテレビに出るべき人間じゃないんですけど、今回の件で本然に一線を越えたんじゃないかなと思いますね。はい。月曜から夜更かしで中国語を意図的に誤訳した。そっか、月曜から夜更かしもその件か。ありがとうございます。そうだ、思い出した。ありましたね。今の日本はね、普通に中国人の人たちにとって危険な国になってますし、しかもテレビタレントがこんなこと言うわけですからね、冗談じゃねえよって感じですよね。中国の人が観光客に来なくなるのはこういうマスメディアのせいもありますよね。志らくはもうテレビに出ないでほしい。出た天才落語か。何でもかんでも立憲のせいにできるから楽な商売ですよね。飛行士ばかりおとなしくなり始めてますよね、志らく。いやー、どうなんでしょう。おとなしくなってこれなのか。非国民扱い。そうですね、松本人志を擁護してましたからね、もうその時点で終わってるんですけどね。はい。いや、ひろみもこういう、やっぱりね、コメント流しちゃダメでしょう、TBS さんなのに。なんで切らなかったんでしょうね。まあ、その後もろくな批判がなくそのまま続いていったみたいなんですよね。7、8年前は政権を批判するやつは非国民だなんてけしからんとまっとうなことを言ってたらしいんです。いつからこんなことになったのか。昔はそんなこと言ってたんだ。なんでこんなネトウヨ芸人になってしまったんですかね。いやー、ほんとどうにもならない人だなと思うんですけど、まあただ彼だけじゃないんですよね。山里亮太さん、国内で政権を叩いたら相手の思うつぼでは高市主張発言で日中対立で試験、メディア側の人間としてしないように。南海キャンディーズの山里さんが日本テレビのデイデイに出演しまして、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言が中国側反発を招き、日中間の溝が深まっている問題について試験を述べたと。試験高市首相が7日の衆院予算委員会で台湾有事の最悪ケースを想定し、存立危機事態になり得るなどと答弁したことに対し、中国側は撤回と謝罪を要求しており、対抗措置として日本渡航の自粛呼びかけや日本産水産物の輸入停止など日増しに態度を硬化させているが、国会での情報の扱い方が結果的に影響してしまうという側面があったとして、国益より政局が優先されていると。国益より政局っていう、まあこの時点でちょっとなんか変なんですけど、パンダが借りられなくなるかもしれないとか、何人キャンセルだって言うかもしれないけど、じゃあ根本のところそうなるきっかけだったとかいうところを全部を抜いてそこばっかりやってたら問題は解決しないんじゃないか。国内で政権を叩くように持っていったらそれこそ相手の思うツボになってくるんじゃないから、その危険の一端を担わないようにしたいと思いますと。要はメディアの人間としてはですね、高市さんを応援するべきであって高市批判をするべきではないみたいな、ことをおっしゃってるんですけど、もうどうにもならないですね、これは。なんか、だからもうなんか戦時中みたいなノリですよね。敵国の有利になるかもしれないから、まあそうしたね、政権批判意見はすべきではないと。政権批判を気軽にできない国っていうのはですね、通常民主主義国家ってのは呼ばれないんですよ。民主主義の意味分かってるますかね。大体なんかパンダの話でこういうことになってるのも非常にくだらないなと思うんですけれどね、他に関心事ないんですかね。はい。いや、実際中国人にとって危険になってる、中国の方々にとって危険な国になってると思いますよ、本当に。報道特集サンデーモーニングでの逆張りをするヒルをサンジャポで台無しにするTBS。番組ごとのさ、激しいですよね、TBS さん。どういう番組構成になってんでしょうね。ちょっと中身を見てみたいなと思っちゃう時があるけど。やっぱディレクターの裁量が大きいんですかね。実際にヘズマみたいなやつに絡まれる危険性はありますし、山里は安いからという理由で産経を読んでいるらしい。そうなの安いからなんだ。いや、産経新聞は取らない方がいいと思いますよ。なんでもう少しまともな人間のコメントを寄せないのか。いや、でも本当にね、なんか、そのネトウヨ芸人みたいな人ばっかりになってるのが恐ろしいなと思いますよね。もうちょっとまともな識者のコメントを載せろよ。この手の芸能人は仕事をなくさないためにやってるのか思ってたが、もはや思想として確立してしまってんだろうなと。いや、っていうか、これが芸になってしまってるから、もうこれ以上のこと言えないんじゃない、これ以外のこと言えなくなってんじゃないですか。だから、
言ったら叩かれるじゃないですか、左翼っぽいこと少しでも言ったら。で、太鼓持ち芸人にそうなっちゃってるので、でもな、みんなが太鼓持ち芸人になったら体制抑散会ですよ。はい。問題解決は高市辞任なんです。技術研究ですからね。はい、その通りだと思います。島工作の作者もそうだが、出世欲向上心が旺盛だと国家と自分を同一化するのが一番得だから、自然にそういうメンタリティになるように自分に仕向けるんですかね。実際に戦争になったら政権擁護する芸人がたくさん出てきそうですね。値段が選ぶの、値段で自分を選ばないでほしい。まあ、ラサールさんが例外中の例外であることが本当わかりますよね。だからラサールさんみたいに反体制的なことを本当に言っちゃったら干されるわけでしょ。で、政治家になるしかなくなってるわけですよ。はい。だからね、またなんか100年前の帽子王朝が復活してますよね。はい。で、なんか、パンダなんて日本に必要ない、勘違いするな中国よ。そもそもパンダはチベットの動物だみたいなのがなんか万発してるんですけども、なんかくだらなさすぎますよね。こういうレベルでその社会をその左右するコメントをするのをやめていただきたいんですが、はい。まあ、動物といえばということで、ヘズマ粒子が日本国民の怒りを代弁したと中国国大使館に抗議に行ったと投稿がありました。まず地方議員は地方自治体の議員であり外交権を持っていません。個人の判断で外国大使館に行き抗議や要求を伝えることは本来できないはずです。大使館への正式な申し入れにはアポイント、紹介、身分確認が必要です。それらを経ずに行うことは外交慣例上の越権行為となります。また独断の行動は相手国に誤ったメッセージとして受け取られ、日本政府の外交調整の妨げになる可能性もあります。ヘズマ氏の支持する高市総理は外務省の足を引っ張り無用な火種を生むリスクがあるんではないでしょうか。さらに日本国民の怒りを代弁したという表現も問題です。ヘズマ氏個人の判断で国民全体の総意にすり替えることはやめていただきたいです。日本国民の怒りを代弁しました。中国大使館に行き軍事行動可能という発言の撤回と尖閣諸島は日本の領土だと伝えてまいりました。っていう、まああれなんですけど、まあ、ただ、ヘズマ流なんで、まあ、いつものハったりというか、実際には言ってないんじゃないかという説も出ております。いつもそうじゃないですか、この人。まあ、講義っていう書いたね、紙を書いた写真だけを持って、自撮りを撮っただけで、まあ、実際にはね、中国に講義はしてないんじゃないかという説もあるんですけど、まあ、どちらにしろ早く議員を辞めてほしいなと思います。はい。欲に叩かれるのが怖くて政権擁護とか中国よりひどい。いや、本当にね、中国とどっちが言論の自由あるんだっていう状態になりつつありますよね。出世志向の強い人はプチブル反動主義に陥りやすいですよね。マンバズはもう信用ないですね。中身のないアカウントがどれぐらいいるか分かりませんね。普通にボットで多分操作してるような気がしますよね。ヘズはスパイ防止で使わないかな。中国側のネット記事と比べても圧倒的に日本の方が煽っています。中国の方は高市批判と並列して日本の戦争反対アクションや日本共産党の方も取り上げてました。日本の方が余裕ないのがよくわかります。まあ、うまい具合に、だからね、日本側にもこういう反対意見の人がいますよって、日本共産党も我々と今回は一致してるよって、日本共産党さんはいつも、中国さんをね、非難していますから、そこは誤解してはいけませんけれども、だからね、なんだろう。だから中国共産党がね、まあそれを利用するのはね、私はいいことではないとは思ってますけど、ただね、もう中国じゃね今回のね、ヘズマさんとかはね、それ以前の問題ですよね。はい。ロンゲン坊主の大将がイスラエル大使館まで行ってスポーツ系のサイト、それは全然違いますよね。それはプロテストじゃないですか。はい。それはね、普通にプロテスト行動として肯定されるべきなんで、はい。ですね。まあ、これはプロテストとは言えないくって、ただの、まあ、ファンサービス的な行動ですよね。まあ、高市さんのも全部そうなんですけど、まあ、内向きの論理でしかないわけですよね。支持者の人たちに対してフォローするっていう。はい。で、今朝、藤沢モスク建設予定地にトンプンが投げ込まれる。トンプンは豚の糞を原料とした有機肥料であり、イスラム教徒では、豚由来の製品の使用を厳格に禁じているため、これでモスク建設ができなくなったぞ。聞くだけ進む政治系 YouTube1 位獲得っていうことで、
これヘイトクライムですよね。さっきのヘズマさんの話と同時に流れてきたんですけど、この百田直樹さんの支持者の菊竹さんっていう人がなんかこういった行為を、したのか、別の人間がしたのを取り上げてるのか知りませんが、完全なヘイトクライムだと思います。外国人はマナーを守れと声高に言ってきた人たちがこのようなことをする。しかもリーダーがそれを危機としてポストする。もう何を言っても説得力失ってるな。文化、歴史、伝統、マナー、ルール、道徳観などの大行な言葉が並ぶ藤沢ハンマスクっていうことで、興味ある人はですね通報してほしいんですけど、ほんとこんなやつばかりになりましたね。だから結局なんかなんて言うんですかね、日本が生きりたいというか、外国の人たちを見下したいがためにこういう行動をしてるっていうことがあからさまになってるし、で、ですね、それを代表格みたいな人が首相になって、支持率が高いっていうのがですね、もうちょっと救いようがない状況だなと思います。こういう時に限って動画出さないですよね、ヘズマリュウ。そう。だから動画出してないのは怪しいですよね。実際はやってないんだろうっていう風に思いますよね。はい。投げ込んだだと思うなって。こんなんが1位か。もうどうして日に日に日本人の質が下げるようなことばかり起きているのかと。はい。だから高市さんはこういう人たちに支えられてるんだろうなという気がいたしますが、ただですね、数字は正直なので、経済問題に関しては本当にやばいのではないかということをちょっとお話したいなと思うんですが、高市政権をバッシングする勢力は中国と一部のオールドメディアと緊縮財政派だ。田中秀富、中間富士ということで、田中大先生が、高市さんのですね、大胆不敵な経済政策を、全力支持する記事を週刊富士に、投稿いたしまして、別にこれ読まなくていいんですけれども、もともとその財政積極財政派と自称している人たちが、大体今回のね補正予算案の規模が21兆円なんですけれども、20兆円から25兆円ぐらいの補正予算案が必要であるというような主張をしてたので、それと高市さんの政策は確かに一致していると思います。ただね、積極財政と称して国債発行をして、またね、ジャブジャブとお金を増やすみたいな、ことをやってしまったので、オールドメディアやそれにつく緊縮財政寄りの識者らは高市に対し猛烈な批判を展開するであろうと。高市さんは正義の行いをしているのに、正しい行いをしているのにですね、そういう緊縮財政派の悪い奴らが、バッシングをしてるんだみたいな、ことをですね言っているんですが、だから緊縮財政本当いつの話だって話ですよね。アベノミクス時代からずっと財政緩和をしてるじゃないですか。日本は依然として債務リスクを直視していません。今の10年国債の利回りは 1.8% と正常値に見えますが、10年先のフォワード金利は 4.0%、20年先は 4.4% へと跳ね上がってます。市場はすでに債務危機か通貨危機かという厳しい未来を織り込み始めており、この現実から目を背ける余裕がない状況であると。いうことで、だから日本のですね、金利が今長期金利がやばいことになっていて、即座にデフォルトするというような話ではないにせよ、20年から右肩上がりガッガッガッと上がってきてるわけじゃないですか。だからアベノミクスやってた時代よりもはるかに状況が悪いですよ。今になって効いてきてるっていうところではあるんですけれども、インフレーション、ハイパーインフレーションが起きて、ですね、債務が紙くずになるリスクっていうのがどんどん上昇している段階で金融緩和政策をぶっているので、これは本当超インフレコースになるんじゃないかなというふうに言われております。今国債の買い手がつかなくて財務省の職員が中東の金持ちで営業をかけてる状況。そうなんですか？そうなると本格的に本当やばいな。円は10年で金に対して5分の1の価値になってしまった。まるでジンバブエドルだ。ジンバブエでは受け取った給料を即座に米ドルや金に交換して資産防衛をしていたという。日本でも10年前の給料1000万円を即座に金に変えていたら今は5000万円だ。ジンバブエを笑えない状況だろうというですね。
ね、10年前に100万円を貯金してたら今500万円になってるはずなんですよね。ドルで貯金してたらですけど、そう考えると本当これ没落国家のね、金の金、資産価値の下がり方ですよね。恐ろしすぎるなと思うんですけど、この状況でまた金融緩和とかしてるわけですよね。どこまで円が下がるのかわかんないですよね。ユンチャンさんの動画では日本が安倍に熱狂できていたのはガスなどがもろもろ安定していたからだ。ああ、なるほど。まあ、ウラジーミルとの付き合いもありましたもんね。で、まあ、テレビメディアがね、みんな抑散してるとひどいので、実際抑散してるんだけど、名誉のためにこういう番組をちょっと流しておきたいんですけれども、専門家の方がですね、どれぐらい、訪日客がいなくなることで影響があるかっていうのを説明してます。中国っていうのは今年1、9月で見るともう韓国で人数でも一番になってますし、消費額で見ても 1.6 兆円、年間でいうと2兆円ぐらいのペースになるところだったんですが、今ツアー客が急減する、しかもこれが結構長期化する可能性も現実に帯びてきてるっていうことなので、これがガラッと減ってしまうと、今年結構買ってくれていた円があまり売れなくなってしまって、つまり円安になってしまう。はい。ちょっとごめんなさい。音声小さめでしたけど、中国がね、落としてくれるお金、1兆6400億円ぐらいらしいんですよ。それだけでもめちゃめちゃすごいですよね。ありがたいにも程があるって感じなんですけど、まあ、香港合わせて2兆円ですよね。だから2兆円の、要は円が減るわけだから、円安がさらに加速するだろうっていうですね、その先のちょっと、まあ、インバウンドが単に減るって、経済が悪くなるだけじゃなくて、要は中国元を、円にトレードしてくれてる人たちなわけだから、それが全くゼロになるとなると、さらなる大きなね、長期的にはダメージになるだろうっていうことを専門家の方は予測されてます。まあ、これはその通りだと思います。冷静に考えたらね、長期的にそういう影響を捨てるに決まってるんですよ。というか、なんて言うんですかね。まあ、テレビのクオリティがやっぱりさっきの志らくさんとかが出てる番組と雲泥の差なのは、やっぱり専門家の人が出てると全然内容が変わるんですよね。常に専門家を出すようにしろよ、海外のテレビ番組みたいにというふうに思うんですけれども。はい。まあだからテレビだからといってオールドメディアといってバカにするわけじゃなくて、やっぱりね、ちゃんと専門知をこうやって大衆に分かりやすく伝えるのがテレビの役目じゃないかなと思います。そう、ハイパーインフレとね、無尽蔵なね、軍備拡張みたいなことになったらいよいよやばいですよ。だって1兆6000億円もうないんですよ。どうすんですか？どっから円を仕入れてくるんですか？いやでも本当パレスチナに寄付してる方々もね、だからユーロの交換率とかやばいことになってるんで、もう寄付できないですよね、おいそれと。いや、本当にね、高市さっさと退陣しろやって。ハイパースタグフレーションですよね、本当。でね、高市奥さんはいいけど、観光客向けの事業者や水産業の皆さんの生活のことは保守の皆さんはどう考えてるんですか？何も考えてないんじゃないですかね。だってそもそもお米券で納得してるんでしょ、彼ら。もうお米券で納得してたらね、日本の農業を守る気とかゼロですよね。円がどんどん売れなくなるということですね。そう、訪日観光客の方々が円を買ってくださってるね、買い手なので、円の買い手でもあるわけじゃないですか。まあ、よく考えてみればそうだよなっていうね、当たり前の話なんだけど、やっぱり専門家の方々にね、わかりやすく解説されると、ああ、そうだって、まあ、すぐ気づくんですけど、要は私たちは、そのね、アニメの DVD とかそういうものを売っているっていう風にだけ考えがちですけど、そうじゃなくて、彼らは元を円に変えてくれてもいるわけですよね。ドルとか元を
わざわざ円に交換してもくれているわけなんで、はい。だから円の価値を上げてくれてる要因なわけですよ。うん。アベノミクスの生みの親である浜田光一米エール大学名誉教授が、アベノミクスの継承を謳う高市早苗政権の積極財政を次のように喝破した。財政赤字は生産性や雇用の改善に必要な時は仕方がない時もあるが、供給制約がある時に使うのはインフレを助長しとんでもないことだ。物価対策の要諦は金融政策にあり、日銀は早期に利上げすべきだと主張する。アベノミクスの生みの親であるこの人がこんなこと言っちゃうのという、ちょっとびっくりな内容だし、しかも日本経済新聞がそういうこと言い出したのもちょっとびっくりなんですけど、まあ経済界はね、まあ日経は未だに高市上げの記事とかを作ってるので、ちょっとまあ曖昧というかバランス取りをしてるのかもしれないですけど、経済界はマジでやばいぞ、高市止めないとまずいぞっていう風になりつつあるのかなと思います。でちょっと別のね、識者の方の東大先端研の方の意見ですけど、高市内閣の行使事実が続いていることに違和感を持つポストが多いが、おおむね専門家や事情通のポストに見えます。ある一見人当たりのいい話のうまい人物がいたとして、彼女に信念がなかったり、専門知識に欠けていたり、責任逃れが多かったりして信頼の足りない人物だと分かるまでは時間がかかります。世論調査ではお米券など生活に密着する政策について違和感が増えています。だが台湾有事や経済政策全般となってくると、尋ね方が問われる。単に支持するかしないかを問われれば、現段階では直接の国民の影響がないから、まあ支持しようという風になってもおかしくないのではないかと。で ANN の世論調査で、台湾をめぐって中国とアメリカの間で武力衝突が起きた場合、日本も巻き込まれる恐れがあると思うかどうか聞いたところ、あると答えた人が 77% だったと。だからこういう想定でおそらく従来の見解と変わらないって、まあ台湾の方々も認めたわけですから、従来の見解とは変わらないっていうことは、高市発言はこれを前提としてるはずなんですよ。台湾をめぐってまず中国とアメリカの武力衝突があり、日本が集団的自衛権を発揮してそこに乗り込んでいくっていう構図なわけだから、だから日本が巻き込まれる恐れがあって恐怖だっていうのが 77% だったら、高市さんの発言を批判しないのおかしいんですけど、まあ、おそらくね、その辺の矛盾っていうのを理解してないし、期待してるだけだと。で、期待が決定的な失望に変わる要因が未だに政権とかからは出ていないと、いうことでですね。まあだから生きってるだけで支持されてるというわけではないというようなことが書かれております。はい。で最近の日本の観光地、ほぼ中国語を話してる人たちだらけでしたけど、彼らがいなくなったら普通に観光鳥ですよね。いや、本当にね、2兆円ですからね。ギャグで済まされる金額じゃないですからね。親近感のある芸能人にコメントを求めて視聴者に共感を起こさせるみたいな安易な手法をワイドショーは即刻捨ててほしい。まあそのワイドショー的な手法でやっぱりね、高市さんも首相になってると言えますよね。物が売れなくなったから外貨獲得のために観光をして進めてきた、国をして進めてきたのに、排外主義で観光客も移民の労働力も嫌ってどうすればいいのかと。その国民感情全部にね、おもねってたらそれ何もできなくなりますよね。はい。視聴者目線のコメンテーターがいてもいいとは思いますが、そういう人は最小限にしないといけないし、ちゃんとした専門家の解説が必要ですよね。はい。やっぱり高市さんのね、やってるのってイキリ的なところもあると思うけど、そこじゃないと思うんですよね。フジテレビの女性向けライト政治ドラマ、ちょっとこの言い方あれだけど、で、素人なのにビギナーズラックでうまくいってしまう総理大臣、篠原涼子っていうのが、まあ今の高市総理の評価なんじゃないかと。で、これこそが人気の秘訣だから、政治的にど素人だとか、能力がないみたいなこと言っても無意味だし、まあ、ただの悪口としか捉えてもらえないんですよ。だから、エンタメだから、高市さんが痛快に、そうやってね、みんなの、意見を受けて解決してくれるのが、スッキリするっていうのが、能力の秘訣なわけで、だから、高市さんが右翼的だから良くないとか、タカ派だからとか、生きってるからと良くないみたいなこと言っても、まあ、あんまり通じないのかなと思います。で、まあ、現代のね、書き方、ちょっとね、差別的でちょっと問題あるんだけど、ね、孤独で危険な女、高市早苗という風に書いてて、で、この表現ってね、孤独っていうのがね、ただワードチョイスとして持ってきたのは、さすが現代だなと思ってて、やっぱり孤独じゃないですか、国家主義者とかファシストの人って。ね、国家以外に自分が寄っかかれるもの
すがるものがないから、国と一体化してですね、やっぱり、留飲を下げてスッキリするみたいな、構図があるんじゃないかと思うんですよ。で、これちょうどですね、高市批判の文脈で、新州戦争資料センターさんが、戦前の日本人がすっきりとした感じた事例を振り返ると、いずれも孤立や戦争に突き進む時でしたという素晴らしい記事を出しているんですけど、これぜひ皆さんですね、読んでほしいんですが、やっぱり今の日本がね、本当に戦前の雰囲気に似てきているということを実証的に、示しています。私は急激な感動の中で妙に静かに、これでいい、これで大丈夫だと安堵の念を湧くのを覚えた。この開始された米英相手の戦争に予想のような重苦しさはちっとも感じられなかった。方向をはっきり与えられた喜び、弾むような身の軽さとかあって不思議であった。作家伊藤誠。ラジオ屋の前は人だかりだ。切羽詰まってたのが開戦と聞いてほっとした形だ。喜劇役者古川六波。空来た果たしてきた。こっくりさんの予想と2日違い。身体がキューッとなる感じで、隣に立っている若坊を抱きしめたくなる。表へ出る。昨日までの神戸と別物のような感じだ。放送タレント徳川無生。ということでですね、なんか戦争だ、どうしようとかやってやるぜみたいな雰囲気は全然なくて、今までイライラしてて、開戦するかもみたいな感じでイライラしてたのが本当に開戦したから、うわーすっきりしたってよかったみたいなですね。完全に日本国とやっぱり心情的に一体化してたんじゃないかなという気がするんですけれども、そういったストレスからですね、開戦するしない開戦するしないみたいなことを考えるストレスから解放されて、よかった戦争になったっていう感じの今考えると非常に異様な心理のようにも思えるけど、でも今のなんか高市支持者の人たちを見てるとさもありなんみたいなだからドラマでためにためた展開がですね、いきなりカタストロフとしてクライマックスとしてやってきたみたいな感覚なのかなと、個人的には思います。そうですね、専門家のコメントと視聴者をつなぐ役割をコメンテーターの方には果たしてほしいなと思います。そうですね、だからコメンテーターのにて私も似てたような、私もなんか一応ね、そういうのの端の端ぐらいにいる存在かもしれないけど、専門家の方と専門知とその視聴者の方々をつなぐ役割っていうのが、だから素人のコメンテーターにできることだと思うから、だからちゃんとね、専門知に当たらなきゃダメなんですよ、まずは当たり前でしょっていう感じなんですけどね。でも批判が理解されて刺さるようになってきたらひっくり返る気はする。だから一気にこのドラマへの失望感が高まっていったら、いやこのドラマはつまらないみたいな感じになったらね、ひっくり返る可能性はありますよね。なんでここからそこまでアイデンティティを持つんですかね。いや、なんでなんでしょうね。やっぱ孤独なんじゃないですかね。私もある意味孤独な人間だから、イデオロギーにすがりたくなる気持ちはまだわからなくもないんだけど、いやでもやっぱり国家と一体化しちゃうのはまずいっすよね。それはファシストの心理状況だと思いますよ。特に太平洋戦争期の最初期は日本への被害がなかったのも関係している。確かにそれはありますよね。なんかどっかに非現実感みたいなのがおそらくあったんでしょうね。この伊藤誠一さんの、伊藤誠一こんなこと書いてたのかよっていう感じだけど、安堵の念を湧くのが覚えたってなんで安堵してんねんっていう、戦争になるんだぞっていう感じなんですけど、信じられないようなことを当時の大衆の人たちは考えてたんですよね。で、石橋湛山は、かような外交事件はとかくその真相が秘密にさせられ、誤った観念を国民に与え、無謀な排外思想を撃墜する結果をもたらし、ために政府が後には正しき外交を行わんとしても国内の激化する情勢に押され、心ならずもとんでもない誤った政策を取るのにやむべからざるに至る例が古今東西には甚だ少なくないということであるというような名言を残しておられます。はい。石橋のね、希望は叶わなかったわけですけど、ちなみに丹山研究会に入ってんのが確か石橋茂さんだったような。で、高市知事の最後にですね、ちょっと津田さんのコメントなんですが、ミュージシャンのゆずさんの香港、上海、台北公演が中止になりました。ゆずの公演が中止になった件で2018年にしたこのポストがまた上がってきた。7年半でこんなに日本が変わってしまったんだなという考えもあるし、ある種予言的に読めるところもあるし、因果を巡るみたいなことに感じることもあって複雑な気持ちです。
ゆずの外国人の友達の歌詞が政治的なのは全く問題ないと思うが、本人自ら危険そうな内容をポップソングにしちゃえば何だって歌にできると明言した。これが自分の本心と述べたことには、音楽の持つプロパガンダ性についていろいろ考えさせられる論点が含まれているよね、ということで、私ゆず嫌いなので晒すんですけど外国人の友達ってこんな歌詞なんですよ。外国人の友達ができました。外国人の友達が言いました。私、日本がとても好きなんです。あなたはどこが好きですか？この国に生まれ育ち愛し生きる。なのに知らないことばかりじゃないか。なのに国歌はこっそり歌わなきゃいけないね。美しい日本、チャチャチャ。この国で泣いて笑い怒り、喜ぶ。なのに国旗はタンスの奥にしまいましょう。平和な日本、チャチャチャ。美しい日本、チャチャチャと。テレビじゃ深刻そうに右だの左だの言ったってだけど、君と見た靖国の桜は綺麗でした。嘘だろって方はね、本当にこういう曲だからは探して聴いてみてください。いや、信じられない曲なんだけどこのタイトルがもはや差別だろって思うんですけども、まあこういうね曲がなんか安倍政権の気分を表したものとしてね、まあ国旗国歌をね掲げてですね、まあなんか国家法を作るみたいなまたこと言ってますけれども、歌われてですね、なんかその外国人差別を煽るようなことを一流のミュージシャンが歌ってたのが2018年で、そのことがろくに批判もされないまま、7年ぐらいですか時間が経過して、ついにですね中国が本気で起こって香港、上海、台北公演が中止になったと。まあゆず個人の話として聞けば因果応報という感じですけれども、まあ日本全体がこんな感じなのかなという気もしますよね。今までこういう差別を放置してまあ対外的に、国家と一体化して生きるようなことをやっていたから、まあそのしっぺ返しを今思いっきり食らってるのかなという気もいたします。市場は冷徹だから歪み出るのは物価高に国民生活が耐えられなくなる時かな。そうなんすよね。なんかエコノミストの人の予測、本当にこれごめんなさい予測なんで、私が勝手に言ってたみたいなこと言わないでほしいんですけど、来年夏のインフレーション率が 4% 以上になるんじゃないかっていう、まあ結構予測をしてた人がいまして、そうなるとマジで日本経済が崩壊する可能性がある。まあスーパースタグフレーションですよね。おそらく賃金大して上がんないから 4% 食料品上がったらもう無理でしょう。いやこの歌ふざけてますよね本当に。久々になんか津田さんのポスト見て思い出して、あそうだこんな曲あったなと思って晒したんですけど見れば見るほど歌詞ひどいよ。ファシズムが労働者組織を破壊すれば大衆は国家に依拠する以外の選択肢を持たなくなります。ああそうですね。やっぱり日本のね労組の今組織率が 20% 以下とかになってますけれども、やっぱりそれも影響してるのかなと思いますよね。いやどんなにポップにやられたって拒否感ある。ポップだから余計怖いですよねこの曲そういえばこんな歌出してたら。いやゆずの歌日本すごいアピール感じますよね。うわ最悪って俺は音楽に政治を持ち込むなって言われないのか。ぼかしてるつもりかしらんがお前は右だろっていういやランドウィンプスの日の丸っぽいですよね。はい。ゆずのような歌詞は中国だと禁止なんですよ。勝手に愛国心煽る歌詞は発禁にされる。ああそうなんだありがとうございます。まあ確かに中国は両方とも多分禁止にしてますよね。反中国の曲も禁止だし、中国の愛国ソングも多分禁止にしてますよね。はい。私もユーザー苦手です。東日本大震災が発生した時、無邪気に音楽で人を救えると信じきっている姿勢を見て、これはいかんわと思いました。いや、私もユーザー嫌いなんで大丈夫です。リスナーの方、好きな方ごめんなさい。曲名は覚えてませんが、他のユーザーの歌も日本を大好きアピールが強すぎて距離を置きたくなりありました。という感じなんですけどもね。はい。まあそうですね。労組の組織率の低さや御用組合ばかりになってしまって、まあそういう中間的なね、組織がなくなったところに、まあ国家主義者で孤独な人が増えて、高市さんみたいな人が登場して、高市ドラマだみたいに熱狂して、まあこういう状況になってんのかなというふうに思うんですけど、でもやっぱり日本の国内政治の失敗の結果としてね、よその人の国の人たちを苦しめてるっていうのは絶対に許されないことだと思うので、まあ私は断固として全体主義に反対でございます。
はい。ということで、すいません、最後ですね、結構また時間経っちゃいましたが、最後はですね、戦争の空気に抵抗する人たちの映像などをちょっと見て、終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとトランプが出てくるんですけれども、珍しくいい文脈なので、ちょっと見てみてください。Around the world. I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and work hard? はい。ちょっとびっくり映像なんですけど、なんとニューヨーク市長に当選したゾーラン・マムダニさんがですね、トランプに免れてホワイトハウスに行きました。まあそれはニューヨーク市長としての義務なんで、ちょっとどうなるんだろうって大丈夫なのか言ってみたいな感じだったんですけど、イスラエルのジェノサイドについてどう思いますかと、まあトランプの目の前で、マムダニさん質問されまして、ジェノサイドは絶対に許されないと。で、そしてトランプが横でそれにうなずいてしまうという、なんともですね、信じがたい一幕が撮影されました。まあなんかトランプがですね、この時終始非常にご機嫌で、まあ多分半分演技じゃないかと思われるんですけど、まあとにかくマムダニは素晴らしい男だみたいなことをですね、まあいつものあれで褒めちぎってですね、和気あいあいと二人で帰っていったそうでございます。って大喧嘩にならないのっていう感じなんですけれども、まあおそらくまあトランプ的にはですね、かなりやっぱり今自分の支持率がですね、とんでもなく低くなっていることを気にしていて、民主党側に歩み寄りたいんじゃないかと言われてます。オバマケアの補助金の2年間延長も検討してるそうです。お前絶対やめるって言ってたじゃねえかという感じなんですが、ホワイトハウスは医療保険制度改革法、通称オバマケアの保険料補助金を2年間延長する医療政策の枠組みを準備していると政治専門サイトポリティコが24日に報じたと。オバマケアの補助金12月31日が期限となってまして、まあそれでね、予算案をめぐって政府が、機能停止したりとか大変な問題になって、まあトランプもですね、だからとんでもない、ことをやって続けていたんですけど、その強硬な態度をコロッと翻して、2年間延長してもいいですよみたいなことを言い出したみたいです。まあ、ただこれ多分トランプの独断専行じゃないかという気がするので、まあ共和党の人たちがそれに同意してくれるかどうかはわからないんですが、トランプとしてはまあ中間選挙でボロ負けしてね、退陣させられるみたいなことが嫌なのでそろそろ支持率を回復したいと考えてんじゃないかなと思います。そうですね、誰かの孤独に寄り添うだけじゃなくて一緒に国に従事しようみたいなこと言ったらファシズムですからね。はい。でもね、逆にマムダニの支持を下げたかったのかもしれないですね。なんかそのマムダニさんも常にニコニコしてるもんだから、なんかトランプと仲良くツーショット写真とか撮られまくったんですよ。かえってイメージ悪くなるんじゃないかとちょっと心配なんですけど、はい。まあただね、マムダニはね、誰に対してもにこやかなので、はい。まあ別にキャラ変したわけではないと思います。ただね、ブレずにね、やっぱりイスラエルのジェノサイドをここで非難しましたから、それは素晴らしいですよね。はい。だからここでうなずいてんだったらさ、ちゃんとネタリヤフにもこのメッセージ伝えてくださいよって感じしますけど。まあ多分言わないんだろうけどな。はい。でもマムダニさんがね、やっぱりホワイトハウスのど真ん中でね、イスラエルのジェノサイドを非難したこと自体は素晴らしいと思いますし、まあラッキーとかそのトランプの気まぐれだったとしてもね、大きなメッセージにはなったと思いますし、まあ今頃ね、イスラエルは戦々恐々としてんじゃないかなと思います。
そうですね、人気取りの態度ですね。ノーキングスのマムダニ当選で相当焦っているのではないでしょうか。まあでもね、ISE がそうですね、諸悪の根源だし、そもそも ISE のことバシバシ批判したからマムダニさん当選したようなもんなんだから、そこを改めないとあなたの人気は回復しないですよという気はしますけれども、まあでもトランプでも人間だし、まあ習近平も人間なんで弱点はあるわけですよね。無敵のなんか魔王みたいに見えちゃいますけれども、つい。だからそこをついてですね、まあ、左派としては、倒せなくても強引に要求を通すぐらいのことはしてもいいんじゃないかと思います。マムダーニにニコニコしてたのもそうだけど、やっぱり身内からの離脱が相当効いてるのではないか。若年層や少数派の動向を敏感に読むオバマも、45歳以下の政治家、社会運動家、NPO、研究者を育成するプログラムを開始したけど、その年齢層に進歩派が偏っていることを考えると頷ける動きじゃないかと思う。米国政治の流れがものすごく速くなっているので、誰かの解説を読むより自分でリアルタイムでチェックした方がいいですと。このフェミニストのフェイタソンなんですけど、この評価正しいんじゃないかと思います。だからトランプも情勢変化にね、ギリギリついていけてるっていうような感じなんじゃないですかね。だからやっぱりマムダニの方が動きが早いわけですよね。で、アルジャジーラの記事でもマムダニさん取り上げられてるんですが、ニューヨークのマムダニ市長の動機はパレスチナに結びついているらしいと。ポストコロニアル学者のマフムード・マムダニさんってマムダニさんの父親なんですけれども、植民地主義の研究家なんですよ。で、パレスチナ人の権利が息子のニューヨーク市長選出馬の動機づけになったと語っている。彼によると、ゾーラン・マムダニは勝利を期待していなかったが、主張を通すために立候補し、自分にとって大切な問題で妥協を拒否したため、ライバルたちを圧倒したのであると。まあもちろんパレスチナライだから勝ったとはでは言ったら言い過ぎかもしれないですけれども、まあでもやっぱり影響は大きかったですよね。ついにちゃんとね、ストレートに左派的な正義を、主張する、しかもイスラム教徒の人間が現れたということで、ニューヨークのね、パレスチナ連帯派の人たちはものすごくやっぱりマムダニを支持したし、期待もしているというところではあると思います。だからですね、全世界的な今潮流としてやっぱり植民地主義に反対する、帝国主義に反対するという流れ自体はあると思うので、まあ今ね、トランプやら、まあプーチンやら、いうネタニヤフやら、ああいう人たちが大暴れしてますけれども、逆にそういった主張に人気を集める機会もあるんじゃないかなとは思います。台湾あるいは孤立無縁の島の思想を読んだ。台湾は常に支配される島だった。現在も中国、アメリカ、そして日本という大国の思惑に翻弄されている上に、他の国々からもほとんど国家承認されていない。ジュコン、孤立無縁という状況の中で、それでも世界との連帯を求める思想が本書には書かれている。すいません、これ読んでないんですけれども、申し訳ございません。いや、ぜひ読みたいなと思ってるんですが、著者曰く、台湾は常に植民地化されてきた島であると同時に、重層的植民地化に見舞われてきた国家でもある。台湾を構成する人々として49年以前に、以後に台湾に移住した外省人、それ以前に台湾に移り住んできた本省人、そして本省人が移住する前に台湾についていた原住民がいる。これらの人々が被ってきた植民地化の仕方が異なっているため、脱植民地化の仕方も一様ではない。外省人は45年の大日本帝国の崩壊に伴い政治家的脱植民地化を果たした。だが本省人はその後も中華民国によって非植民者として扱われた。だから本省人は中華民国からの脱植民地化を目標としてきた。今日本省人の政治的脱植民地化はおおむね果たされているが、一方でジオンゴの言う精神の脱植民地化はまだ果たされていない。中華民国が植え付けた中華文化の優越性が未だに色濃く残る台湾の中にあって、台湾ならではのアンティティティを立ち上げようと本省人たちは今も努力を続けていると。で、まあ台湾のやっぱり複雑なところっていうのは、やっぱり日本の右翼との同盟ですよね。日本の左翼にとっては台湾は中国共産党と対峙する島であった上に蒋介石の弾圧もあったので同盟を拒んだ。日本の左翼との同盟が望めなかった当時の台湾の人々はやむなく日本の右翼と同盟をすることを選んだ。国際社会において孤立していた彼らは日本統治時代の記憶に訴えることで親日国家台湾をアピールした。しかしながらこれでは脱植民地化は成し遂げられない。
著者は反植民地主義的な日本、つまり大日本帝国の罪を確認し続ける人々との進歩的な日台同盟を改めて選ぶべきだと説いている。残念ながら中国の過去のイメージにとらわれた日本の左翼にはその気がないので、著者の願いには現状答えられていないと。かなり批判的な書き方をしているんですけれども、実際これの役者である東大の、駒込先生は左派の立場からですね、反植民地主義として、台湾と連帯しなければならないというようなことを説かれているそうです。はい。だからなんかやっぱり日本のリベラルとか左派の間で台湾のイメージってあんま良くないと思うんですけど、確かに自民党との昔からのつながりっていうのがあるわけですよね。だけどだからといって立場上植民地だろうか非植民地だろうかっつったらどう考えたって非植民地なわけじゃないですか。だからその人たちがなんとか自立しようとして今いろいろやってるんだから、支えなきゃいけないですよね。それはそれとして。ただそれと同時に琉球港の人たちの権利も守らなきゃいけないということではないかなと思います。そうですね。積んどくがどんどん増えていくんですけれども勉強しなければならないことがいっぱいあります。はい。で、まず沖縄に関してはですね、米兵の応募をなんとかすべきですよ。で、だから日本台湾の友好みたいなことを言う右翼の人たちがたくさんいますけれども、だから本当に台湾の人たちと連帯したいとか思っているのであれば、そのために米軍が必要だというふうにそこまで言うのであれば、まず米軍の応募をなんとかしなさいという話ですよね。なんでそれをしないんですかね。だからそこの人たちの理解を得られない限りは琉球港の防衛なんてありえないじゃないですか。本島な中部の屋外で事件は今年6月起きた。被害少女が声を上げて助けを求めたため男は逃走した。県警は周囲の防犯カメラの映像などから男が関与した可能性が高いと判断し米軍に照会していた。身柄は米軍基地内で米軍の管理下にあり、県警は任意で事情聴取をし、身柄の引き渡しは求めなかったというふうに言われている。米兵による性犯罪が相次いだことを受け、今年4月沖縄の、ゲート通りなどで海兵隊太平洋基地司令官沖縄防衛局長らが参加し、日米合同パトロールが始まった。5月には在日米軍が打ち出した米軍や県、日本などによる新たな協議の場フォーラムの初会合が開かれたと。あるんですけれども、フォーラム開いたところで全然事件が収まってないんだから意味ないでしょ。だから在沖米軍の人たちを普通にだからガシガシ逮捕して訴えるような姿勢にしなきゃダメですよね。で、これも、だから国際的な訴えでもう言われている話であって、国連の女性差別撤廃委員会は昨年初めて在沖米軍基地に関する女性や少女への性暴力についてジェンダーに基づく暴力であると認め、加害者への処罰や被害者への補償などを求めるように日本政府に勧告してるんですよ。これを今すぐ速やかにやるべきだと思います。で、実効性のある綱紀粛正案を自ら徹底できない米軍はもとより日米両政府のこの県の責任が問われているわけですよね。はい。だからこれって両立する話だなと思ってて、植民地主義に反対するし、大国の横暴に反対するっていうところではですね、左翼のテーマとしては全部共通している話じゃないですか。パレスチナ連帯も当然そうですけれども、だから今のねポストコロニアル社会の中で大国の都合に振り回されがちな人々の立場を勉強してちゃんと彼らの意見や意思を聞いた上でですね、大国の都合で勝手に併合するとか統一するとか、なんとか言ってますけれども、やっぱり好き勝手させてはいけないし、沖縄の人たちが望んでないのにね、米軍基地をオッケみたいなことを言うのもおかしいっていうふうに、この2つは両方とも言うべきことじゃないかなと思います。その昔チャンネル桜で日帝統治時代の台湾に来た人を呼んで日本すごいと語らせたかったのに、その方は日本人に差別されたと正直に語られてしまったことがありました。なるほど。だからね、本心で喋っていただければ絶対そういう話が出てくるはずですよ。だって差別してきたし、ね、散々弾圧して、もちろんね蒋介石軍による弾圧もありましたけれども、ね、日本軍による被害に遭ってきた人たちだってたくさんいるわけですからね。はい。だからその反植民地主義の記憶っていうのを結んでいかないと、逆に言うと左派の人たちは理解を広げられないのかなと思います。
珍しいですが、親中左翼に近づく台湾独立派の人もいました。その方は反中、反米、反日なので、右派ではなく親中左翼とつるんでいた。それはすごいな。国民党の人かな。まあでもね、台湾国民党ってそれなりに人気ありますからね。20% ぐらいは常に支持率あるんで、立憲民主党より人気あるんですよ。だから親中派の人たちもたくさんいるっていうことは台湾は理解しなきゃいけないと思います。はい。決して少数派とは言い切れないですね。もちろん中国とすぐ統一しろみたいなのは超少数派で 1% いるかいないかぐらいみたいなんですけど、はい。私も台湾有事に関心が集まっている今こそ多くの方にこの本を手に取ってほしいと思います。ということで駒込先生ね台湾と沖縄の本を書いて分厚い本も書いているんですけど、いやすごいなこの方と思ってすいません勉強不足で、ご本人のコメントなんですが、そもそも問題の根源は日本が清国に台湾割譲を認めさせたことにあります。それから130年の間ほぼ一貫して台湾は大陸と異なる歴史的な体験をしてきました。その歴史の重みが議論の前提となります。西郷柔道軍による台湾出兵は琉球処分の布石である。日清戦争による台湾割譲が琉球王国を復活させようとする運動の一気の根を止めたように、台湾と沖縄、琉球の歴史は絡まり合っています。中国と日本の狭間で取引の対象とされてきた台湾、沖縄の視点から近代史を捉え直すことが必要ですと。なんか日本でこんなちゃんと研究してる人いるんだっていうですね。いや、知らなかったのかごめんなさい。恥ずかしい話なんですけれども。はい。なのでですね、やっぱり反植民地主義の研究、ポストコロニアリズムの研究を踏まえないと、台湾、琉球が今立たされてる非常に政治的、軍事的に微妙な立場っていうのは理解できないのかなと思います。まあこういうことを言ってるとね、親中派の人からもね、反中派の人からもすげえ叩かれるんで、私も叩かれたんですけど、まあそういう人を励ますような動画をちょっと最後に流したいなと思います。デモに私自身が行くか行かないかというのは私のスケジュールの問題ですので、行ける時もあれば行けない時もあります。体一つですから、これは行きたいという思いがあってメッセージもお届けしているということはあります。同時に私は街頭に出てアピールをして、ゼロプランであれば排外主義的な自民党や政府の動きに対して抗議をすると、そういう声を若い世代が上げようとしているときに、数が少ないから大したことないとかね、だから世の中には広がってないんじゃないかと、そういうふうには思わないですね。やっぱり今あれだけその排外主義が煽られて、デマやフェイクが流されて、メディアも上げてかなり煽られた中で、いやもちろんメディアの中で本当に立派な報道されたところもありましたけれども、しかし全体としてはそういう流れが作られてきたもとで、それに対してしかしそうではないと事実を目にし、また当事者に寄り添いながら声を上げている人たちがいるということの、その尊さの方がとっても大事だと思うんですね。で、寂しい思いをされたと、寂しい思いをした人が次は連れてくるべきだと私は思うんですね。だから国会前だって、そうです。だけど10年以上にわたって続けてきた方々がいるし、10年の間に新たに加わってきた方もおります。で、全国にそれはあります。で、それが見かけの上では、数の上では少なくなってきているじゃないかと、それはそうかもしれません。実際の実数の上では少なくなってきているかもしれないと。しかしそういう声が絶えずあるということが私は大事だと思いますし、今このように高市政権が危険な暴走を加速しているというときに、やっぱりそういう、いや笑われますけどね、笑い事じゃないんですよね。こういう中でね、逆風の中で立ち上がるっていうのは、立ち向かうっていうのは本当に大変ですよ。どれだけ矢のような罵詈雑言を浴びているかと。それ笑うのは勝手ですよ。笑われる人がいるのはいると思いますけれども、しかしね、やっぱり今これだけ憲法が壊される、暮らしをないがしろにし、しかし旧来の自民党型の政治は続けていこうとしている、そういう政治があるときに戦う者を笑うかということに対しては、私はそうではない生き方を選びたいと思いますし、そういう生き方をしたいと思っている多くの、応援してくださっている方、一緒に立ち上がっている方に本当に敬意を表したいなと思います。はい。なんかねあんまり私がごときが差し挟むこともないんですけど、まあおっしゃる通りですよね。笑っちゃダメですよ。もう、霊笑してる暇なんてないですよ。やっぱりね、これだけ危機が、目の前に差し迫ってくると、まあ、しんどいと思う時もあると思いますけど、やっぱ戦わなきゃいけないし、それを嘲笑したりするのはね、論外だと私は思います。そう、戦う君の歌をね、戦わない奴らが笑うだろうとってね、すごい、山添さんにこれ、そういうね、中島みゆきか、リプライを送ってる人たくさんいましたけれども、いや、まさにね、そういう状況になってきてますよね。だからみんな、まあ、割と孤独だったり、そのイデオロギー的にね、合わないっていう人たちも多くいるし、そうなんだけど、やっぱり戦争に反対する、
全体主義に反対するってところだけは共通して言えると思うので、まあそれすら共通できない人はね、おそらくそういう市民活動とかしないと思うんで、そこだけはね、やっぱり共通点として持てるんじゃないかなと私も思っているので、まあ戦うしかないですよね。全体主義者であるとか、そういう破滅的な方向に世界を進めようとしている勢力に関しては、まあ断固として反対して、まあ当然ね、プーチンもエタリアフも戦争犯罪で裁くべきですし、まあトランプも高市も習近平も辞めさせるべきです。はい。ただそれがね、どれぐらいの時間がかかるか、どれぐらいの抵抗が必要かっていうのはわかりませんし、ちょっと想像もできないですけれども、まあ世の中のね、変わるスピードも速くなってきてはいるので、まあ地道にですね、死なない程度に、今後も頑張っていきたいなと思います。ということで、本日も雑談配信来ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。戦う君の歌をですね、そう、戦わない奴らが笑うだろうと。本当笑ってる場合ではないんですよね。そう、山添さんはね、本当にね、ちゃんとしっかりしてらっしゃるというか、なんかいつもなんだけど、なんかね、いつも頼っちゃってて申し訳ない気持ちなんだけど、やっぱり軍事的なこともちゃんと分かってる左翼の人なのでね、なんかついその発言をそのままコピペしたくなるんだけど、でも山添さんにばっかりね、頼ってちゃいけないよな。彼身一つですからね。だって普通にデモとか来るじゃないですか。偉すぎるだろっていうだけど山添さんの体力とか健康だって無限じゃないからね。だから彼のみたいな人がね、いくらね頼れるからって頼ってばっかりじゃいられないし、まあね、他の人たちも頑張らなきゃいけないよなと思います。はい。そう、ファイトはいい歌ですよね。本当に戦えって言ってる歌ですからね、日本の歌としては珍しいですよね。はい。皆さん生き残りましょう。山添さんから勇気をもらってばかりなので一緒に戦えるようにならないとですね。はい。そうですね。だからね、ああいうね、っていうかなんで彼みたいな政治家がね、内閣にいないのかなって思うんですけど、だってなんかね、まともな民主主義国家だったらこういう人って多分首相とか閣僚になってるよね。だから日本ってやっぱ異様な国なんですよ。ね、これだけだってね、ちゃんとしてて、ね、能力もある人がね、全くまあ政治的にあまり評価されない。まあもちろん個人票としてはすごい人気あるし、共産党さんの中ではね、突出した人気政治家の一人だとは思いますけれども、ね。やっぱ間違ってるよなと思いますよ、正直。民主主義国家じゃねえのかっていう風に、まあ常日頃からそういうことを思っちゃうんですが、まあ愚痴っていてもしょうがないのでね、なんとかしていきましょう。ということで本日もありがとうございました。お疲れ様でした。ということでですね、本日も休み明けにもかかわらず皆さん来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。よかったら高評価、シェアとよろしくお願いします。次回の配信は月末になりますけども、11月28日の日かな。小田切さんのね、イベントもあるんですけれども、まあちょうどその終わった後ぐらいのタイミングで、私が配信しようかなというふうに思っております。もし用事とかできたらですね、またお知らせいたします。あと土曜日に関しては、台湾のですね、ゲーム変更の、最終回かな、を琴花風花さんと一緒にやらせていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、本日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。